はい。よろしいでしょうか。では、引き続き司会進行 UFO でお伝えいたします。よろしくお願いいたします。はい。では、次のゲームですね。ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス HD、EU 版の方になりますね。2%、カテゴリーが2%となっております。解説いらっしゃってます。スバさんです。よろしくお願いいたします。はい。こんばんはじゃない。はい。おはようございます。おはようございます。今、日本朝ですね。8時43分です。はい、お願いします。じゃあ、簡単にゲームの解説していただけたら。はい。今回は、HD の方ですね。何年発売かなちょっと忘れちゃったや。元はゲームキューブと Wii 発売当時のやつですね。で、今回がそれのリメイク版 HD 版、Wii U の HD 版の 2% ありでということになります。だいたい3時間20分とかかな。エスティメイトは3時間30分になってます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回は、またドネーションで名前がちょっと待ってください。見ていきます。そうですね。名前ありますね。スカーララってのが1位になってますね。今、$3000ぐらい入ってます。珍しい。いつもね、だいたいロンクになるんですけど。いろいろありますけどね。ロンクはね、ちなみに$230しか入ってないんで、10位ぐらいに名前あるんです。9位かな。スカーララこれが1位で、スパンツってのが2位になってますね。この2つかな。スカーララの方が$3029、今。スパンツの方が$2940かな。こんな感じなので、まあ、どっちかになるかなって感じですね。これだけですね、今回は。ファイルネームだけです。しばらくありそうなんで。なんか、事前に解説することとかあったら、どんどん喋っていただいて。まあそうですね。まあでも、始まってからで、始まってから。まあ割といきなりバグ技使うんであれなんですけど。トワイライトプレイ。HD 版が2016年3月10日発売だそうです。4年前かよ。早いな。解説者さんの音声ちょっと上げてほしいですって声が一応言ってます。じゃあ、ちょっと待って、お願いします。裏で調整しますので、はい。少々お待ちください。リーダーボード、そうですね、3時間15分ってのが世界記録になってますね。15分48秒。トアプリ HD の方は、まあ割と最近、ちょっと大きめと言っていいのかな、まあ、新しい更新があったんで、それで、多分数十分更新してるのかなという感じですね。なので、多分20分ぐらいの差になってるのかな、その、ゲームキューブ版と。そうですね、ゲームキューブ版の方が確か早かったですよね。そうですね、2時間50だったかな。ちょっと今見ますね。スピードランドとかも開いてるので、2時間54分っていうのが記録ですね。今、2ヶ月前に更新されてますね。このトアプリはね、ゲームキューブ版の方は割と長いこと、特に大きな発見がなく、で、まあ、HD 版の方はちょっとさっき言った、まあ、割と大きめの発見があったので、今、20分差ぐらいまで詰められてるというか、まあ、差が縮まってるって感じですね。これ世界記録の人かな。今回走るのは世界記録の人。そうですね。世界記録の方ですね。そうですね。2位の方が3時間19分で、1位の方が3時間15分なんで、結構ぶっちぎりで
1位ですね、この方ね。そうですね。4 HD はが分はっつりやでかいな。ってる人あんまいないかなって感じですね、最近。ゲームキューブが一番人気なんですかね。そうですね。こまあ、のゲームは。使えるバグ技が多いっていうのがあったりしうん。て、まあ、ちょっと HD 版で逆に増えたバグも少しはあるんですけど、ちょっとはい。でかいのがね、修正されてるのがあったりして、まあ、その辺はおいおいあー、なる話してほど、なるほど。るとして。まあ、全体的に、その、なんだろう。全体的に、まあ、ゲームキューブのこのバグが使えないんで、どうするかはい。みたいな感じになりうますね。ん。まあ、大筋はゲームキューブと同じ感じになるかな。なるほど。で、アミーボありなしでタイム変わるっていう、今回のエニパーに限っては、そのアミーボを使うと、そのクイックスタートみたいなのがあって、ファイトル画面でアミーボかざすと、はい。すぐにファイルが起動できるっていうシステムがああー、って、まあ、それをある程度使おうという、使うだそういうけで速く形で、なるって感じですよね、もうそれだとね。ちょっと100%だとね、また変わってくるんですけど、ああ、アミーボをそうなんですか。使わないと取れないアイテムみたいなのがあってはい。100%ではアああ、ミーボありにすると、それを取らなきゃいけないっていう話になっちゃう。それは100%の範疇に含まれるんですか？なんか DLC 的な追加要素なイメージそうですね、になるんですけど。100%のアミーボあり、アミーボなしって分かれてますね、そこで。うん、なるほど、なるほど。あれですね。HD の、2% の記録はほぼアミーボですね。そうですね、ま12あ、までアミーボってなって、まあ、あんまだから古い記使わない理録になるんか由がないですよなと思いまね。すけど、うん。おそらくね。あ、来ましたね。あ、もう始まる。やっぱ映像はすごい綺麗ですね。そうですね。もともとトワイライトプリンセスって、ゲームキューブの時代からも絵が綺麗でうして、ん。それがさらに HD になったんで、すごい、うん。グラフィックは素晴らしいですね。だろう、ちょっとなんか画面暗めなイメージはありますけどね。そうですね、結構トワイライダークな感トプリンセスっじはありますね。てね。実際ゲームの内容もなかなかダークで、うん。暗いところが多かったりもします。で、この奏者の人がジムナストさんは、3D ゼルダをほぼ全作やってる人ですね。僕もやってるんですけど。そうですね。ちょっと向こうの解説は聞いてられないかな。What's up, guys? I'm Screw Wolf. I also run this game. And I'm Jaquaid. I've run this 結 game 構 for 2ね、years now. 逆に HD になって少し明るくなったかな。逆にね、暗すぎて、マジで見えねえみたいな場所もあったりするんで、その感じでちょっと HD で明るくなってるところもあオープニるんですよ。ング見るだけでも結構ね、なんか明るそうな感じはしましたけど。スカララで確定っぽいですね。カララ。ソウルって単語に後ろ ALR ってついてる感じでしたかね、確か。どういう意味があるのかわかりませんちょっともうわかんないんですけど、こういうのってなんだろう、うちはネタが出てきたりとか、なのかな。ただこのゼルダ関係で見たことはないんで。ないですか？だったら、なんだろう。海外の生焼きはさすがにちょっとわかんないですよね。なんかのネタ引っ張ってきてるんかでしょうけどね、おそらくね。あれひっくり返ったスパンツになってる。ちょっと待ってください。見ていきます。多分今入力しようとして変わったから、あれエポナになった？エポナはそうか、馬か。馬の名前ですね。馬の名前もあるんですけど、そっちもあるのかな。いや、馬の名前はなかった気がする。あったっけ？ちょっと待って。いや、ビトにあるのは、ファイルネームチョイスだけなので。ずっとするとなんかジムナストさんが冗談でなんか入れるのかもしれないですね。ちちょっと今出てましたけど、ノーマルモード、ヒーローモードがありますが、今回特に理由はないんでノーマルモードでやります。このゲーム、ムービースキップあるんで、スタートボタンでところどころじゃないな、いっぱいあるムービーはスキップしていきます。で、早速始まりましたけど、このゲーム、ローリング連打するのが早いんで、ひたすらローリングですね。で、ちょっとオプションで、おそらくそうですね、視点変更の左右がゲーム中版と反対なんですよね、デフォルトが。なので、設定変えましたと。で、ちょっとね、このゲームの罪深き馬を奪って、おそらく、
脱出ですよね。やりますよね。はい。というわけで、はい、いきなりやります。実はゲームキューブバージョンでは、これやんなくていいんですけど、やんなくていいというか、ゲームキューブ版では石を持ってきて、それで、ちょっとね、門にめり込んで悪いことするんですけど、ちょっとそれが HD ではできなくなってるんで、代わりにね、このエポナを使って、これはイベントこなさなきゃ最初は出られないんでしたっけ？そうですね。結構イベント進めないと出られません。次の日になってさらにイベントやらないと出られないはずのところを出ちゃうと。で、さらに、まあ、ここって、その次の日になっていろいろイベントやらないと来れない場所なんで、要するに、こっちのマップにしてしまえば、勝手にイベントが進むと。時間変わってますからね、こっちって。だって本来はね、そのタロってやつがこっちに出てきてしまいまして、で、まあ遭難すると。それを助けに来るっていうイベントなんですけど、まあ、こっちに来ちゃったんで、勝手にそれが始まってると。エポナもついてくる。まあ、エポナもついてくると。マップが変われば勝手についてくる。で、まあ、実はね、今さっき使ったモン抜きは、つい最近まで使えなかったんですよ。まあ、ちょっと最初の方に話した、最近 HD 版で使うようになった新技のおかげで、いきなり出られるようになったっていう。まあ、ちょっと釣り竿が以前は必要だったんで、まあ、イベントこなさなきゃいけなかったっていうのが必要なくなったということで、ここで多分数分短縮なんですよね。で、まあ、カンテラだけもらって洞窟へと。で、まあ、いきなり出てきたんでね、武器がなんもないんですよ。ああ、そうですね。剣とか持ってるんですかね。普通の通常プレイだとここ木刀を持ってますね。木刀とあとパチンコを持ってるはずなんですが、まあ、それがなくて、この後ボコブリン2体を倒さなきゃいけません。はい、どうやって倒すんでしょうね。ということですね。それがね、すごいめちゃくちゃ面白いやり方なんで、ここは必見ですね。持ってるのがカンテラだっけ？カンテラには攻撃判定ないんで。ああ、燃やしたりできないわけですね。今のデクババにぶつかっちゃったのは多分ランスですね。今のうちに、なんだろうな。はい。何を説明してくれるかな。おそらく、多分ジムナスさんこれ見えてないけど、ゲームパッド使用してると思うんですよね。はい。ゲームパッドだと、アイテムのセットがタッチスクリーンで、ポーズ入れずにできるっていうのと、あと、ジャイロ、エイム系がモーションコントロールでできるっていうことで、まあ、使われがちですね。使われがちというか、使った方がお得ですね。日本版と英語版で時間変わりますか？確かトワフギ HD は日本版の方が早いんじゃなかったかな。多分。それは言語の表示スピードですね、単純に言語だけだと思います。ちょっと元のゲームキューブの方は、日本版だと修正されてるっていうのがあって、めちゃくちゃ遅くなるんですけど、こっちでは特に言語だけだと思います。なるほど。で、まず、ボコブリン戦ですけど、ボコブリン倒す前にまず檻をね、ボコブリン壊してもらいます。はい。ちゃんと敵の攻撃に判定があるっていうのが面白いですね。ああ、いいですね。はい。そして、さあ、いきますよ。はい、押していきます。これね、押すの難しいんですよね。なかなか、綺麗にいきますけど。押してどこまで行くんですかね、これは。先に言っておくと、落とすわけではないです。あそこにね、お店があるんですね。無人のお店、鳥ちゃんがいるんですけど、インコちゃんがいるんですけど、このインコちゃんがね、店に勝手に入ると怒ってくるんですよ。で、その攻撃を利用してボコブリンを倒すと。はい。無事倒せました。これはひどいな。これはすごいですね。
ちゃんと敵の、さっき敵の降臨の判定があるって言ったけど、このね、鳥の降臨の判定もあるという。これ実際やってみるとね、ボコブリンを入れてしまえば、勝手に鳥がボコブリンの方をボコボコ降臨してくれるんで、結構ね、入れさえすれば簡単に倒せます。これ、誘導が本当に難しくて。そうですね、2体目も誘導しなきゃいけないですね。で、確かね、敵の AI の鑑定上、ひっついていれば、なんかこのままなんか突っ立ってるんですけど、一度離れちゃうとね、降臨が始まっちゃうんですよね。そうするとなかなか押せなくて。不自然にコツをつかまないとね、ドツボにはまる。しかもハート、見ての通り、今1なんで。あ、本当だ。当たったら。ミスっちゃうと、やり直しというか、なっちゃうやつなんで。If Trill kills the other Bokoblin, the one that's sitting in there right now, he'll actually stop attacking altogether. 元からいた一匹なんです。生きてますね。どっか行きましたね。あ、どっか行った、どっか行った。はい、というわけで、4分の1残った。というわけで、ボコブリンを倒したね、めでたしめでたしで。あの間に脱出しろよという感じですね。というわけで、まあ、今、本当はその、牧場の方行って、ヤギ追いのミニゲームをやって、次の日になって、ちょっとルピー稼いだりして、釣り竿を取って、パチンコを買ってというのを今全部スキップしました。またこっちにも、やり追いのミニゲーム2回目があるんで、このミニゲームね、厄介でね、乱数がかかってくるんですよね。ちょっとヤリが反応する、てかヤリにね、個体値があって、早く反応するヤリと遅く反応するヤリみたいなのが毎回ランダムに変わっちゃうんで、もうパターン化はできないんですよ、ね。最速だと本当に10、16とかいけない。あ、でも結構綺麗にしましたね。18、22秒、21秒。今ちょっと微妙にスライドをしましたね。使うのかな？使うことあるのかな？ちょっと人力では使いづらいスライドをちょっと見せてましたけど。としたら使うことがある。ちょっと GC 版の方行ってなかったな。DMQ 版の方ではですね、いきなりバックインタイムっていうね、タイトル画面でリンクを操作するっていうバグがあって、それを使ってね、いきなり、もう抜けた後にいきなりそれを使って、なんか、強くてニューゲームみたいなことをするんですけど、こっちの HD 版では、まあ、リセットがそもそもないんですよ。ソフトリセットっていうコマンド自体がない。リセットボタンもないし、リセットする方法がないということで使えないのに加えて、純粋になんか修正されてるらしいですね、バックのタイム自体が。スカイボードソードでやってるやつですね、どっちかというと。そうですね。海外の人がね、チートを使ってリセットを再現するみたいなことをやってて、ただやったんですけど、なんかそのバックインタイム、タイトル画面でリスポーンするっていうのは発動したんですけど、なんか操作が効かないらしくて、なんか多分、なんかの修正した副作用でできなくなっちゃったかなという。まあ、というわけで HD 版でそのバックインタイムという技は絶対無理と。感じです。で、これムービースリップしたんで何が何やらんですけど、いきなりね、なんかブルブリンたちが村を修理してきて、まあ、なんやかんやあって、なんか、いきなりね、リンクが狼に変身してしまって、いつの間にか狼に連れ去られてしまうと。今ここは本来のストーリー通りですね。ミドナっていうパートナーが出てきまして、これあと4分の1のままなんだな。怖っ。ここは何食らっても死んじゃいますね、4分の1だと。しかも運悪いと食らう気がするんだけど大丈夫かなこれ。怖いな。あれ、死んだらリスタートどうなるんでしたっけ？そのマップの最初からっていう感じですね、このゲームは。なんで、別にミスっても大丈夫っちゃ大丈夫なんですよ。もちろんタイムロスにはなりますよ。ここは実際ね、普通にプレイしててもいきなり、割といきなりなんで、なんだこれって感じになるところなんでね。ある程度、ハート取りましたね。安定大事ですね。
狼リンクのダッシュの仕組みが意外とややこしくて、はい。ダッシュすると一定時間ディレイみたいなのがかかって、はい。で、ダッシュしてから、なんかジャンプとかをしちゃうとしばらくまたダッシュができない状態になっちゃうみたいなことがあって、場所によってはダッシュアタックをうまく入れて、そのダッシュができない時間をなくすみたいなテクニックがあったりしますね。で、ここ、うまくいきましたね。うまく内側ジャンプすると、まあ、ちょっと一回会話挟むんですね。それスキップできるってやつですね。で、多分、ここで初めてやるかな。実は HD でなんか地味に仕様が変わって、ムービーとか見たりとかテキストを送った後とかにボタンを押しっぱなしにしてると、自動で最速入力になってくれるっていう仕様があって、で、実はこれがこのゲームでめちゃくちゃ役に立って、会話が入った後に、ちょっとね、なんかディレイが入るみたいなところがあるんですけど、そこがゲームキューブ版だと最速1フレームを入力すると、まあ、普通よりも早くコードができるみたいなところが頻繁にあるんですよね。ただ HD 版ではボタンを押しっぱなしにしてるだけで勝手に成功してくれると。まあ、スピードラン上のね、負担はかなり減りそうですね。通常プレイだと多分気にならないけど。今のところ、本当はちょっと会話終わった後にミドナが飛んでから1秒ぐらい間が空くはずなんですけど。はい。So that can be used to like jump attack or backflip out of text triggers. It helps with the first frame ninja jumps and all that other fun stuff. It's actually exclusive to the HD version of this game. The SD runners have to mash for all of those frame perfect triggers. で、ここでゼルダにあって、どういうストーリーだったかなある程度初走者あるある的な意味でストーリーが追えないっていうのもあるし、そもそもムービースキップするんでわかんねえっていうの二重でわけわかんないことになってますね。まあちょっと元の裏に戻ってきて、ゲーム中版ではここで大技、ソーダのシールドスリップってやつがあるんですけど、今回は使えません。HD 版では普通に剣と盾をちょっと取ってこいって言われるんで、その通りに取ってきます。そのソーダのシールドスリップっていうのは、まあ、結構ね、木刀縛りとかで有名なんですけど、このさっき言ったボコブリンを、まあ、次の入り口のところに誘導していって、そいつを使ってでっかいジャンプアタックをして、判定飛び越えるっていうやつをやるんですけど、まあ、HD のもそれはできるんですけど、さっき言ったように、剣と、さっき言ったようにじゃないな、それやると、まあ、文字通り剣と盾をスキップするんですが、まあ、その後剣と盾なくなっちゃうんで、まあ、進行不可能になっちゃうということで、まあ、使えません。ゲームキュー版の方では、その後にね、アーリーマスターソードと呼ばれる、マスターソードをいきなり取りに行っちゃうっていうバグがあって、まあなんで、そこで剣は取れるんで問題なしということで、大丈夫なんですけど、ちょっとこっちでは使えないと。その EMS ってバグがね、本当に大きくて、すごいでかいバグ技で、それがちょっとね、HD 版ではがっつり修正されてるんで。で、ここで盾を取りまして、で、ここもね、ジャンプアタックをすると、ミドナとの会話スキップできるんですけど、ここはスキップしちゃいけません。というのも、このミドナとの会話が次のイベントのトリガーになってるんで、これスキップしちゃうとね、進行不能になります。進行不能っていうのは、次の剣が出てこないんですよね。これね、面白いのが、その HD 版でさっき言ったように、ボタンを押しっぱなしにするだけでスキップできちゃうんで、実際にね、発売当時に、そのスキップを偶然やっちゃったって、HD 版でやっちゃったって人がいて、というのがあって、まあだから通常プレイでも起こりうるという。剣、盾が揃いましたね。剣と盾もらったというか、もらってきたというか、奪ってきた。まあ、くすねて。
で、これやった後に影の使者戦が初めて入るかな。ただここは多分スピンアタック2回で倒すかな。ちょっと一瞬ポーズ入っちゃいましたけど、このゲームあるあるで、ムービースリップの時にスタートボタンを2連続押すんですけど、まあ、ムービーの直前で早めに押しちゃって、ポーズを入れてしまうと。これがあるあるです。ただ、HD はね、今みたいにポーズめっちゃ早いんで、あんまりロスにならないですね。ゲームキューブ版だと2秒ぐらい毎回更新する。結構飛びますね。So we've defeated our first Shadow Beast. Game forces us to do that, so we can't really go around that. And now we can get into Farron Woods with a special RNG manipulation bonk before that. That was a spectacular Clearly bonk. very intentional. It's important for later. 今間違えてぶつかっちゃいましたけど、乱数調整ですってちょっとごまかしてましたね。Another thing we mentioned is that, or that we haven't mentioned yet, is that you can skip cutscenes in this game. というわけで、トワイライトっていうエリアですね。はい。まあ、狩りの領域みたいなところ、まあちょっと、狩りの、なんだろう、敵たちが進行してきて、まあこういう世界になっちゃってるみたいな感じですね。Okay, so now it's time for the first multi-Shadow Beast fight. So this being the first multi-Shadow Beast fight, we don't have the Midna charge attack yet. This fight is scripted. で、こいつらは、3匹まとめて倒さないといけないっていうやつなんですけど、回転、てかスピンアタックで3体まとめて倒しても倒せません。まあちょっと詐欺っぽいところあるんですけど、こいつらは、ミドナのちょっと特殊な攻撃を使わないと倒せない仕組みになってまして、はい。まあ一応設定上は同時に倒さないといけないっていう設定なんですけど、まあ、実際にはスピンアタックで同時に倒しても倒せないと。はい、ここでちょっと一回復活しちゃうんですけど、まあ、このミドナ、正式名称は何だろう、日本版では結界とか呼ばれてたけど、はい。まあなんか結界みたいなの出して、それでロックオンして、まあ、連続攻撃で倒すみたいな感じですね。で、ちょっとここで、なんか光の器だっけなんかを手に入れて、狩りの虫っていうのを倒していかないといけないですね。濃い虫が、なんかまあ、光の雫っていうのを持ってるんで、それを、HD 版ではいくつでしたっけ？これいくつですかね？なんかいっぱい集めるやつですよね。12かな？ね。だから、確か、ゲームキュー版では16だ。あれ合ってる？俺、数が数えれない人間になってますけど、大丈夫ですか？あれ、12だよね、12か。あれ、じゃあ4減ってるのかな？HD 版では全部、彼の領域、トワイライトが3つエリアあるんですけど、全部数が減ってまして。まあちょっと僕はね、多分ゲームキュー版では不評ポイントだったんで、まあちょっとめんどくさいところだったんで、まあちょっと HD 版で数が減らされてると。15が12減ってるのか、スカオが16なの？あれ違うかわかんねえ。数わかんなくなっちゃった。まあ、数減ってます。あと、さらに、わかる人にはわかるんですけど、この光の雫取るタイミングがめちゃくちゃ早まってます。出た瞬間に取れるっていう。ゲームキュー版ではふわーって出てきて、2秒ぐらい待たないと取れないっていう。これがちょっと改善されてます。まあ、数減ってるのはね、ここは割と影響なくて、もともと3匹だったところが1匹になってるとか、なんかそんな感じで、RT 的にはあんま変化ないですね。ここに1匹いたところが1匹になってると。あと、さっきの家の壁についてるやつが消えてるとかだったかな。あと、ここへゲームキューブ版だと3匹いるところが2匹か。2匹感じで、そうだ、そもそもゲームキューブはね、ここスキップできるんですけど、ゲームキューブはちょっと悪さをして、このトワイライトの解放をスキップして、エンディングでもトワイライトのままという感じなんですけど、残念ながら HD 版ではできません。やっぱ結構減ってますね、バグ技がね。そうですね。バグ技なのかな、グリッこれはさっき言ったアーリーマスターソードっていうのが使えないせいでかなですね。おっと逃げられた。このね、なんか地面に引っかかっちゃって逃げられるみたいな、割とよくあるんですよね。
で、そうだ、さっきから地味にルピー稼いでますけど、終盤の方で大砲を修理するのに300ルピー必要なんで、まあ、地道に集めていくって感じですね。で、そうだ、ここです。ここが、さっき言った EMS アーリーマスターソードっていう、まあ、聖地なんですけど、さっきの敵をね、壁際に持ってきて、で、ミドナの、ため技を、まあ、うまく調整すると上に大ジャンプして壁の上に乗って、でそこから、本当にゲームの中盤に行く森の聖域ってところにいきなり行っちゃって、で、まあ、いきなりマスターソードを取れちゃうっていう、まあ、めちゃくちゃでかいバグ技があるんですけど、残念ながらこれが、まあ、HD バンドとがっつり修正されていて、まあ、なぜか、その技を使うときに敵が降臨してくる瞬間を狙うんですけど、それがね、敵の降臨が2種類あって、横振りと縦振りがあって、その縦振りのこだっけどっちだったか、確か縦振りの時を狙ってやらなきゃいけないのに、なぜかその縦振りが出なくなってる、HD 版では。で、まあ、それもあるし、さらに、壁の上に透明なね、壁が設置されていて、まあ、登っても通りに切れないという感じで。I specifically targeted Koro before talking to him because if you target him, you can talk from farther away, and this will put me slightly closer back to where I need to be. でそのアーリーマスターソードがなぜ強力かというと、まあ、本来のストーリーではその中盤に行ってでそのマスターソードを手に入れると、まあ、このさっきの人間リンクと狼リンクを自由に変身できるようになって、さらに各地に自由にワープできるようになるんですね。それがゲーム序盤で手に入るっていうのは、まあ、めちゃくちゃなアドバンテージですよねっていう。そうですね。でも暗いなぁ。暗いですね。見えない。カンテラ使う場所なんですかね。どうなんだろう。そうですね。使う場所ですけど、まあ、使うのにちょっとタイムロスするんで。そうですね。で、ここがね、超めんどくさいポイントなんですね。これがスイップできないのが、また、そのアーリーマスターソードがない欠点というか、この猿ですね。リックティ猿ですね。こいつがね、まあ、ランタンを使うと、まあ、この霧をどかせられるよって教えてくれるんですけど、自分で振るからやめてくれという感じですね。実際に自分で振ってもいけるんですけど、この猿がね、めっちゃ遅いんですよね。The way that I walked into the trigger for her to start moving allows the first 3 swings that she does to be consistent. And while this is happening, we're also going to be clicking some rupees. Got 2 there. 暇なんでルピー稼いだりとか、たまに猿を押したりするじゃないですか、ね。これもうざいところが押しすぎるとね、逆にね、タイムロスするんですよね。押しすぎると逆に戻ってくっていう。適度に押さないといけないという。しかもこの猿の動きがね、直線移動じゃないですね。なんかめっちゃ大回りしてくるんですよね。今行きたいところ、マップ画面の左下なんですけど、なんで上の方に来てるんですよね、この猿はっていう感じで。I've got a bunch of those. We also have a $20 donation from Devi Potato who says there once was a runner named Jim who went really fast. Good for him. ちょっとこの間に飲み物で飲みますわ。はい、どうぞ。視聴者の皆さんも水分補給しっかりね、お願いいたします。涼しい部屋で水分しっかりとってご覧ください。お願いします。Okay, great. Because we have a $5,000 donation from Fangamer. Holy moly. Thank you so much, Fangamer. He says, hey, everybody. Fangamer here. The donation total is so close to 350,000. We just have to give it a little nudge. How about throwing in a ルピーは乱数ですか？乱数ですね。あまりこんな出ないことが多い気がするんですけど。もういらねえから。そこもういらねえからって。ある程度そうしたらみんな思ってると思うんですけど。しかもここでランタンの油をね、使い切っちゃうんですよ。すぐ補給ができるんですけど。今、地面に装備しましたね。ゲームパッドの方に。たださっき言ったようにポーズしなくてもアイテムが装備できるっていうのはメリットでもありデメリットでもあるんですよね。っていうのをうまいことタイミング見つけて装備しないといけないっていうのがあって、このゲームって基本的に移動中は常に A ボタンを押してるんで、なかなかね、その暇がなくて難しいところです。
で、ここでちょっと黄金の狼、オーディを教えてくれるイベントですね。ここは強制だったりするんですけど、このオーディは実はですね、ラスボスを倒すのに必須なんですね。ゲームキュー版ではね、これ、スキップして進めることできるんですけど、まあ、忘れたままラスボスに行くとラスボスが倒せないと、とどめが刺せないと。実際にね、RTA でそれを取り忘れて、でラスボスに気づくっていうのを一回やってましたね。大事故ですね。Even if you skip learning it, you won't be able to perform the very final blow onto Ganondorf at the ちなみに裏設定みたいなことを言うと、この骸骨の、スタルフォスなのかなが、実は時のオカリナの慣れの果てというか、時のオカリナのリンクの慣れの果てみたいな感じなのらしいですね。the finishing blow hidden skill. So there have been runs where like a runner will just completely forget to go get like the finishing blow. They'll be like, wow, I had a really good. ラスボスに挑んで気づいて戻れるんですって聞かれてますけど、その場合セーブリセットして、かなり戻って、でまたラスボス最初からやり直しみたいになりますね。まあリセットですね。まあないですね。それは無理そう。最初のダンジョン、森の神殿ですね。さっき、何度も言ってますけど、そのアーリーマスターソードっていうので、マスターソードを入手していると、トワイライトっていうエリアの中でも、変身ができちゃうというわけで、彼のエリアのまま神殿に入っちゃうことができるという。ルピーをかなり稼いでますね。結構ルピー稼ぎきついのかな。ちょっとね、自分 HD 版も一応やったことあるんですけど、発売当初にやったレベルなんで、ちょっと HD 版のね、細かいルートはしっかり置いてないところがあったりするんで、ちょっとそこはごめんなさい。リードランドットコムの諏訪さんの記録4年前になってるんで、相当。そうですね。本当に発売当初、ちょっとやるみたいな。これは運いいですね。ただ HD 版で早くなってるんですよね、スタ登りが。雲がですね、完全に運ゲーでして、安定を取るなら身をもう1個持ってきて2匹とも倒すってことが形になるんですけど、そもそも通常プレイではパチンコあるんですけど、パチンコはないんで、ゴリ押すしかないという感じですね。ただ、さっき言ったように、ツタの登るスピードが純粋に2倍速になってまして、結構すごいですね。で、知ってる人は知ってる GC 版では、ゲームキューブ版では、ここでね、猿がいきなり4匹出てくるっていうバグがあるんですけど、それいきなり中ボスに来てしまうっていうのがあるんですけど、ちょっとこっちだね。最初に言ったバックインタイムって技を使ってやる技なんで、それを使わないといけないですね。なるほどな。結構ここまでの感じだと、ちょっとですね、修正されてるバグが気になる感じですけど、でもね、20分差なんですよね。これが意外で、もっと差ありそうな感じなんですけど、多分おそらくですけど、ロードが早いんですよね、そもそも。結構ね、それがバカにならないそうですね、3時間ありますからね。検証してきた人がいたんですけど、なんかその人が言うには、5分ぐらい下手したら差がつく。ほんまかって感じだったんです結構ね、元のゲームキューブ版がロードが長めなのかなって思って。Frame perfect rolling is actually very important for like fast movement in this game because you can potentially lose a lot of speed if your rolls are not frame perfect, especially when you're like going up slopes. So it's important that I try to do as many frame perfect rolls as I can and chain them together like that. Jim's making it look real easy, but it's actually quite difficult. で、ちょっと猿を助けないとね、進めないということで。So this is the second monkey that we have to save. 落ちちゃった。Walking into this pillar a couple times to knock the cage down. Let's see. So after this, we're going to be getting a yellow ruby that's in the chest. マスターソード持ってないけど、これ。普通に2回切るだけだったから。ゲームキュー版ではマスターソードがあるんで、そもそもこいつ助けないんですけど、ルピー取るね。取りますね。10ルピー。5ルピー落ちてましたね。That's great RNG.
あのゴルピーも多分ランスですね。ねえ。かなり湧いてたので、今。Hopefully the second monkey knows how to go west so we can continue through the dungeon. Yeah, second monkey's not Patrick. で、本当はね、猿を4匹助けないと中ボスにはいけないんですが、これで十分です。これで十分です。これも、まあ、ゲームキューブ版の昔のエニパーで使われてたやつを今、HD 版では使ってるみたいな感じですね。まあ、猿2匹だけで、まあ、この左側に位置さえすれば、ちょっとね、悪さができるんで。So the first, well, after the trifecta of RNG in the beginning of the game, it's kind of trickless for a little while there. We went through a bit of a dry spell. Jim's about to come up to a bridge hop. It's a lot, well, I wouldn't say it's a lot harder than it looks, but it is definitely a tricky trick. Hopefully he can get it first try here. さあ、ここですね。ここね、本当は帰り道なんですけど、ここをね、無理やり逆走します。ちょっとこれね、話しかけることで、ちょっと足場が回転するのを早めてます。で、うまく、はい、めり込みましたね。まあ、回転してくるところにうまく入り込むと、こんな感じで、はい、壁というか、塀じゃない、フェンスの中に入り込んで、これを使って、無理やり逆走するという感じですね。はい、うまくいきました。ということで、ここは中ボスです。これで猿2匹助けるのをスキップですね。中ボス戦で、ここ地味に HD 版で変わったのがね、確かデクババが出てくるんですよね。このムービー中にね、デクババが落ちてくるって演出があるんですけど、ゲームキューブ版ではね、ムービースキップすると、そいつら闇に葬られるんですよ。HD 版では、ね、しっかり出てくるようになっちゃって。ムービーに判定が残ってるんですかね。何なんでしょうね。で、まあ、この戦闘はランスですね。ですね。まあ、いいぐらいじゃないでしょうか。あいつがジャンプする回数が完全にランダムで、最速だと2回で済むのに、自分が見た最悪では16とかなんかあったな。本当に運が悪いとめちゃくちゃ時間かかるっていう。これはかなり遊ばれてますね。ちなみに、なんだっけ。マスターソードじゃないんで、絶対にここにターンがかかります。マスターソードだと1ターンで倒すんですけど。Can neither of you guys hear her? I can't. Okay. Well, I guess we'll just keep going then, and hopefully that gets solved. というわけで、はい、人事です。このゲームの人事です。そうでしたね、ブーメランね。疾風のブーメランってやつですけど、まあ、数の方はね、割とどうでもいいんですけど、そうでした。これは、いますね。セーブリセットですね。で、ここで多分最初に言ってた、アミーゴですね。多分使います。ウルフリンクアミーゴをちゃんと見せてくれる。はい、タイトル画面でかざすと、クイックスタートができるってやつですね。じゃあ、LJA、ロングジャンプアタックっていう爆発ですね。どういうやつかというと、まあ、この LJA 自体は、普通にゲームの仕様でして、バグじゃないんですはずなんですけど、例えば、ルピーが変なとこ言った。遠くの敵をね、ロックオンしたりした状態でジャンプリードをすると、その距離に合わせてジャンプリーのスピードが変わると。まあ、遠くの敵をロックオンしていたら、まあ、その分届くように調整してくれるみたいな仕様があるんですね。なんで、まあ、遠くの敵をロックオンしてジャンプリーですと、まあ、速いジャンプリーが出るということで、なんですけど、このブーメランを投げた後っていうのが、そのブーメランをロックオンした扱いになるんですよね。っていうのをうまく利用すると、まあ、好きな場所で高速のジャンプリーが出せるということで、それを使って、まあ、やると、まあ、スタイリッシュブーメランジャンプアクションになるというわけですね。まあ、この後すぐ使うと思うんですけど。ちなみにこれがWii 版では使えないですね。ゲームキュー版で使えて Wii 版で使えなくて、Wii U 版では使えると。まあ、なぜかっていうと、その Wii はモーションコントロール使ってるんですね、剣の操作に。で、その関係でなんか、剣を取り出したときにブーメランへのロックオンが外れちゃうらしいんですね。その仕様の関係で Wii 版では使えないと。
boss key. So that's what we'll be doing for all of them. Thankfully, the boss keys don't typically take too long to get. Most of them like aren't very out of the way. 使うね、地面に使うね、こ And こ。 so that right は there い、 that you 今 just saw 出ま is した an ね。 instance of the long jump attack. 結構すごいスピードのジャンプが出るんで、ああいう地味なところでも使えると。で、ここでいきますよ。ここでいきますよ。ここでブーメランを使うと、ビヨーンとね、本当はこれが足場にギュッと来ちゃって、で、猿はね、さようならということで。本当は猿を、7匹か8匹かは知らんけど、めちゃくちゃ集めないと渡れないところなんですが、まあ、そんなもん知るわということで、何をしないと。ちょっとこのブーメランジャンプの詳しいことは後で言うとして、このボス戦がね、すごいクールなんですよね。1段階、2段階やって、今、下から爆弾、ボム虫かな、なんだろう、正式名称わかんないですけど、爆弾の虫が出てきて、まあ、そいつを食わせるっていう話なんですけど、こいつが1段階にしか出てこないですね。なんですが、ここで、うまいこと、ここで、ね、爆弾をね、2個確保しておきます。そして、これで、はい、食わせるということで、このゲームね、爆弾のタイマーっていうの、爆発するまでの時間っていうのが、ムービー中は計測されないですよね。だからこの間ずっと爆弾がシューシュー言ってるというんですけど、でさらにこの今疾風のブーメランで爆弾を運んだ際にそのタイマーがリセットされるんですよ。その仕様をうまく利用すると、この爆弾を持ち越してうまく爆発させないように、2つ置き分けて、で片方だけ当てて、でもう1個保存しといて、そしてまた当てるということをすると、当たったこと。これをするとね、2段階がそのまますぐ倒してしまうという、かっこいいわけです。成功。本来はなんか中ボスの猿また猿かよって感じですよ。猿みたいなやつが出てきて、そいつが爆弾を持ってくるんですけど、それを待たなくても倒せるという。で、ハートの器がこれ取るかわかんないですよね。多分取るんじゃないかな。安定狙うなら、このゲーム結構ね、後々、まあ、神の宮殿っていう場所で、めちゃくちゃダメージ食らうんで、割と、最低でも、かなり詰めてる人でも1個は取るぐらいだったんで、まあ、イベントってのもありますし、ね、あんまり事故はしたくないと思うんで。このトワイライトプリンセスではデスワープっていうのは基本的にしないんですよね。デスワープするならセーブアップしろみたいな感じになるんで、大体。なんで、まあ、ハートが増えるデメリットってほぼない感じです。取るんじゃない、取らないのかい多分後で取りますね。多分固定の神殿とかで取るんじゃないでしょうか。It says, "Hey Gymnast, I wish you the best of luck with the Twilight Princess HD speedrun. You are an amazing runner and friend, and I'm super excited to watch this run. You're the best. Keep it up." だってこれで森から出られるようになりましたと。Alright. In continuing with the run, it is time for us to go and purchase our bottle of lantern oil from Koro. Super important. Yeah. The reason we're purchasing this specific bottle is because we again skipped Orden days 1 and 2. Normally you would get a bottle full of milk in Orden while going through Orden days 1 and 2, but because we skipped that, we instead need to go get a bottle from some other source. Yeah, that bottle is really easy なんか空き瓶が欲しいらしいですね。ちょっと待って、ここはね、ちゃんと把握してないとこですね。チャートが最近変わってるんですかね。まあちょっとさっき言ってたのでは、最初飛ばしたいイベント飛ばすようになったんですけど、そこで本当は牛乳入りの瓶を取るんですね。ただ、まあ、今回それをスキップしてるんで、ちょっと空き瓶が欲しいってことで取るっていう形ですけど、どこで使うのか。どこで使うのかちょっとわかんないですね。普通にゲームキューブ版ではね、完全に取らないままクリアしちゃうんで、どこで使うのかなと今考えてたんですけど、あんまり思いつかないな。このゲームね、空き瓶はそんな優秀じゃないんで、どこぞのお借りになっているゲームではなんかちょっとあるんですね。What's that chat? You want to hear my impression of the mailman?
ただ、HD 版特有の、HD 版追加されたって言い方変ですけど、HD 版特有のバグで、空き瓶の中身無限に使用するっていうバグがありますね。まあなんか使った瞬間にアイテム切り替えると、消費されずに使用ができるみたいなのがあって、そう面白いのが、風のタクとゲームキューブにあって、風のタクと HD で修正されて、トワイライトプリンセスゲームキューブ版 Wii 版ではなくて、こっちにあると。なんでやなぜか戻ってきたバグ技みたいな。あれバグをなんだろう、増やしたいのか減らしたいのかよくわかんないですね、なんかね。まあ、エニパーでは多分使わない、そのバグは使わないと思うんですけど、100% とかではね、このゲームなんか攻撃力2倍になる飲み物があるんで、それを何回か使うみたいな使い方してました。で、またトワイライト、こっちはオルディン。まあ、なんでオルディンだよねって言ったかというと、英語版ではエルディンなんですよね。ややこしい。ここは普通にあれか。だいたい普通、チームズオフレードですね。ゲームキューブ版だと、さっきのフィドーネのトワイライトをスキップしたんで、この橋をね、修復できないから、この谷をね、渡るすごい技があったりするんですけど、今回はそれを使う必要ないと。I'm not actually not sure if that's faster. I do 今 it の too. ジャンプは、アタックは、多分メタでやってるけど。 Getting that text regardless. あ、ちゃうわ。あ、そっか。 I like to think moving あ、 that そう couple いけない。 centimeters あ、 there is わかんねえ totally や、わかんねえぞ。ルートわかんないとこで生きたぞ。あ、そっかそっか。オッケーオッケー。理解した。そうだ、こんな変なルートになってるんだった。おそらく今からラネール行きますね、これ。ラネオルディに入りましたけど、オルディに入ったのは狼になりたかったからであって、今から違うエリアの方に侵入しますということですね、多分これは。そうだった、そうだった。まあ、その、ね、ゲームキューブ版では先にマスターソードを取っちゃうんで、自由に変身できるんですけど、こっちではまだできないんで、わざとというかトワイライトに入って、本当は橋を修復するために、まあちょっと橋があそこに置いてあるんで、持ってきてってことをするんですけど、それを無視して、外出て、こっち側に侵入してきちゃうということですね。この門もね、すり抜ける技があって、それが狼リンクでしかできないので、すんなりしますね。これもね、割と最近でもないけど、もう1年は経ってるわけど、昔はエポナを使わなきゃいけなかったんですけど、それが使わない方法が見つかって、で、まあ HD でこういう活用ができるようになったところですね。で、いきなりムービーが始まって、なんかちょっとね、緑の糊が見えましたけど。エポナを使う方法っていうのは最初の村の門抜けた時と同じやつですかね。そんな感じですね、はい。今何かっていうと、本来はね、逆側からトワイライト、ラネールのトワイライトに逆側から入って、で橋に近づくと発生するイベントが逆側から始まって、まあね、トワイライトに入ってなかったので、そもそも。まあ、今みたいなノリが見えたと。で、まあ、なんか、イベントを進めて、勝手にラネールのトワイライトに侵入してしまったという感じですね。彼の会長だっけ、こいつを倒すんですが、こいつは普通に倒すかな。普通っつっても多分ワンターンキル的なことはやると思うんですけど、本当は2ターンかかるんですけど、うまいこと降臨すると2連続で降臨できるんで、なかなか来てくれません。飛んでますね。さあ、成功するでしょうか。飛び降りて、段差をうまく利用して、最後、自分で捕まると。いう感じですね。The instant regrab probably saves 15 or 20 seconds of the bird doing another lap of the map. ゲームキューブ版ではね、変身できるのを利用して、水中にね、ボコブリを誘導して殺すっていうやり方があるんですけどてか、狩りの海中の上に乗ってるボコブリンが、
狩りの会長が水に突っ込んで、その上に乗ってるボコボコに勝手に死ぬという倒し方があるんですけど、今回使えないと。ということで、紙抜きをしましたね。あらら。あ、これは地味な短縮になるっていうだけなんですけど、うまいこと隙間に突っ込むとエリア外に出るとしまう。直線移動できる分ちょっと早いって感じですね。壁受けする場所がいくつかあって、昔はね、かなり入り口のところでやってたんですけど、ただそっちはね、かなり失敗する確率が、失敗しやすくて、実用化されてなかったんですよ。後の方になって、これも多分1年前くらいかな、さっきの場所が見つかって、こっちは割と簡単にできるってことで使われ始めたって感じですね。で、わけわかんないとこ言ってますけど、エリア移動の判定はかなり下の方にもあるんで、まっすぐ行っちゃったってやつですね。今地味にジャンプアタックしましたけど、あれはリドナとの会話スキップしましたね。1フレームなんですけど、HD1 は押しっぱなして OK と。速さ的には多分入り口の方が速い、入り口に向けた方が速いんでしょうけど、多分ほぼ変わんないですね。いやもういろいろすっ飛ばしたんで、今何しに来てるかっていうと、これはゾーラの、この先にあるちょっとワープを回収というか、感じですね。彼の死者が出てくるところ、彼の死者を倒すと、そのポータルが使えるようになるということで、その場所にワープできるようになるんですね。それがちょっと絶対必要になるんで、先に取りにした感じですかね。あとでここの氷を溶かさなきゃいけないんですけど、そこに、デスマウンテンの方にある火山弾をワープさせてきて溶かすってことするんですけど、当然このワープポータル持ってないとできないんで。で、ラネールに侵入してきましたけど、自由に変身ができないんで、さっきのオルディンのトワイライトを解放しちゃうと人間に戻っちゃうんで、人間に戻る前にこっちに侵入してきて、ポータルだけ回収と。で、ここでやっと橋を回収しに来て、オルディンのトワイライト攻略に向かうということですね。地味に解説してましたけど、そうですね。タッチスクリーンでワープもちょっと短縮できると。マップ画面のカーソルもタッチ一発してやることで、カーソルをパッと動かすということをしているって感じですね。そういうところは Wii U ならではのところですね。The reason that we had to complete the forest temple early in the run is because you actually can't warp this bridge over to the Kakariko Gorge if you haven't completed the forest temple. It is possible for us to escape the forest without beating the forest temple, but unfortunately then we can't warp the bridge, and because of the fact that we can't get across the gorge without being there as Wolfling, locks us into having to complete forest temple like that. While Jim was on the bridge there, he did another input buffered first frame and skipped a whole bunch of mid-to text. Yeah, another instance of that. When we come out of dig spots like this, there's one frame that for some reason we can't input buffer, but there's one frame where we can do a dash attack to skip like the little shake off the dirt animation that Wolflink does. 穴から出てきた後も最速維持フレームでダッシュするとちょっと小さいモーションをスキップできるっていうのがあるんですけど、そっちではちょっと長押しが効かないですね。なぜかっていうと、なぜか知らないけど HD 版ではダッシュにディレイがかかる仕組みになりまして、A ボタンを押してから2フレーム後くらいにダッシュが始まるみたいな、なんかよくわからんディレイが追加されて、それでそっちはちょっとできない。ジャンプアタックを使うやつは押しっぱなしでいいんですけど。今度はオルディンのトワイライトを解放するということで、こっちも同じように4つだったか3つだったか数が減ってます。こっちはね、丸々家一つを無視できるみたいなところもあったりして、結構楽しくなりますね。I'm not jinxing you, I swear. Yeah, I know. Who knows? Any number of things can happen with the way the bugs move around. 基本的なシステムを説明しなかったけど、狼のセンスっていうのがあって、なんか
画面が切り替わって、まあ、普通では見れないものが見れるようになってますね。このトワイライトのエリアの中では、なんか、人間たちが、なんだろう、人玉みたいな形になってるんで、普通には見えないですよね。400 or something? No, I'm pretty sure that was 4. 4? Oh. Yeah. Oh. I had to take off. okay. I had to take off my socks for that one, dude. 確か、墓地の虫もいなくなってるんで、HD 版で。なんで、この後ワープした方が早くなってるのかな、確か。ゲームキューブ版ではここから、奥の出口から墓地の方に出るんですけど、まあ、それはそんなしなくてもいいやんっていう話で。Basement bugs sounds like call your doctor if you have basement bugs. No, don't worry. So after those bugs, we can warp back out to the front of Kakariko here. It's faster than like going out through the graveyard or going back. で、この下にある家にもゲームキューブ版は虫いるんですけど、まあそいつも消えてますと。I'll be going into the hotel here. Big difference between SD and HD is they actually have the tiers in the graveyard. So skipping the graveyard saves a little bit of time here as well. Yeah. Hopefully this bug will stay on で、top こ of the こ platform 奥 here. に、 The way the bug 奥の rotates 方にもう is a 一匹 little 虫いるんですけど、それが消えてると。ああ、落ちちゃった。あー、逃げられ That's た。 really unlucky. 虫の動きはね、実は乱数はあんまなかったりするんですけど、ちょっとしっかりパターン化できれば、毎回同じ動きするはずなんですけど、なかなかそうもいかないって感じですかね。Yeah, normally, bug has pretty much always stayed on top there. But I guess we had to have some unfortunate RNG in this run. Hey, if we get it out now, that is fine by me. That was a good use of dash canceling right there. Yeah, the normal, or like the sequence of movement that you want to do across those rooftops, like just dashing and jumping, is like ends up being really slow because the dash cancel, or because the dash like cooldown. Yeah, the dash cooldown ends up like not working out very well. So the dash cancels are faster for that. This is kind of a tricky movement off the shed here. Jim ここら wants 辺 to は dash 割 and と then dash 説明 again する and こと get が through the ない window. な。 If you don't adjust your camera properly, you kind of bonk into the side こ of れ the と house. 虫集め切るまではって感じですかね。そうですね。まあ、やっぱ狼リンクだとね、できることが少ないんでね、まあ、普通に集めるしかないよね Right って there, 感じで Jim す。 wants to make sure he collects the tier before he た enters the だ load zone of the door. You や can らない like と思う the けど tier な will go on. やらないね。ここをジャンプしてスキップするやり方があるんですけど、多分、実用化されてないのか、今回はイベントだからやらなかったのか。あれ、1、2番でできるんだっけ？できるはずだよね。あ、そうだ、1、2番ではそうだ、1、2番って、てか、Wii U ってスティックに水がないんですよね。だからまっすぐジャンプするっていうのが難しいんですよね。だから、うまいことジャンプするとね、あそこを横側に飛び乗って、で、虫がこの家に入る前に倒すっていう技があるんですけど、なんだか HD 版でそれやろうとすると、まあ、クソレになると。なかなか溝がないっていうのね、結構辛いんですよね。で、この上の家にいる虫も HD 版で消えてると。はい。I do want to point out in that bomb house there is signs everywhere saying no fire, no fire. Yet there's a fireplace in the corner with ammunition everywhere. I don't know what Barnes is thinking, but I feel like that was his own fault that his shop blew up there. 残り3匹は一緒かな。Like, don't. 一匹減ってるんですか。 I was gonna say it's like having a big red button sitting there. うろ覚えだな。まあ、トアプリはね、割と最近やってないからね。HD はもちろんなんですけど、そのゲーム機版もね、割と、もう何年前だろう、最後にやった。3年とか4年前ぐらいかな。ああ、結構離れてらっしゃる。I don't know why there would be a fireplace in there at all. Like, I'm pretty sure in storage for stuff like that, they don't have any fire anywhere near. But oh yeah, don't mind the fireplace. Just please don't light the fireplace in this live ammunition shed. Alright, so right here, I'm gonna hopefully kill these shadow beasts as fast as possible. There's a vent on the wall that like shoots out some 彼の死者の動きがね、割とこっちを見つける判定が割と謎判定で、近づいてもこっちに見つけてくれないみたいなのがあったり。逆に離れようとすると追ってきてるとかね、よくわかんない AI になってるんで、たまにタイムロスになったりしますね。
今のところいいですね。今のところね、ゲームキュー版だと、かなり急がないとね、ちょっとワンサイクル間に合わないんですけど、こっちだと余裕って感じですね。とりあえずで全部集めたんで、人間に戻って、この後エポナ入手があるかな。Okay, so we're gonna be rolling here for like 30 seconds so we can get another donation in. Sure thing. First of all, I just want to say we have reached over $350,000, which is very, very exciting. So thank you all so much for your generosity in helping MSF. And I also wanted to mention that we are so close to getting the next トアプリは、本当に1年、2年前はだと、割と新しめのゲームなのに、めちゃくちゃスキップがあるみたいな感じの認識だったんですけど、今年ね、3D ゼラ界隈がすごくことになってまして、今ちょっと待ってください、今スキップしますね。ここ本当は強制的にゴロンを掴もうとするモーションに入るんですけど、ちょっとね、このゲーム、バック中の間にスティックを回転させると、先行入力でスティックの回転入力させておくと自動で回転に出るっていう仕組みがあるんですね。それを利用して、バック中した後に、バック中してムービー入った後に自動で回転技を出すということで、ちょっと判定から離れてやると、逃げ出すことができるということですね。で、ここで戻ると、エポナが、ちょっとに、遭難したはずのエポナが来ると。ちなみにここね、HD まではできないアーリーマスターソウルで、狼リンクの状態でこのムービーを見ると、とんでもないことになるんで、よかったらね、僕のトアプリ 100% の RTA 動画でも見てください。Opponent's helpful for a lot of stuff in this run. Yeah, as much of the cruise ship as she is, she does get us a lot of neat places and a lot of neat skips. 逆にこっちの方が違和感あるんだよな。これ見るの久しぶりだ。おかしい、体がバラバラになってないよ。エポナに乗って、ゴロンたちどうするんだ。そうか、こっちじゃねえんだ。間違えたわ。本来のルートで、本来のストーリーでは、ゴロンどうするんだってことで、とある村の村長がなんか知ってるはずだということで、そっちもらってアイアンブーツっていうのを入手するんですけど、ここでは入手しないようですね。どこで入手するのか覚えてませんっていうことでね。あれここでセーブするのか。多分そうですね。失敗しちゃうとやばいやつがあるのか。また入るんだ。だから、なるほど、分かった。だから君が必要だったんですね。ちょっと今からね、これは HD 版でしか見られない面白い技ですね。この後何するかっていうと、ラレールのトワイライトに向かいたいんですよ。ただ、普通のストーリーではそもそもさっきのね、ゴロンがいたデスマウンテンを登ってゴロン鉱山という2番目のダンジョンを攻略しなきゃいけないんですけど、それをスキップしちゃおうということで。トワプリ HD 発売当初は、それスキップ、丸々スキップはできなくて、半分スキップはやってたんですけど、それができなかったんですけど、今はね、多分、そうですね、岩がどうしようもなくて爆弾がないと。なんですが、ここで、今、スルリと落ちましたね。はい。そして、地面の下を走ってますが。あれ死ねない。エポナは無敵なんで死にません。はい。あそこね、なんか、隙間に突っ込むと、割と普通にね、エポナの乗ったまま落ちちゃうんですね。で、そのままだと、落下判定食らっちゃうんですけど、その時にビンのアイテムを使うと、落下判定の下に落ちちゃうんですね。落下判定の下に普通に地面判定あるんですよ。地面判定になるかな。落下判定の下に行っちゃうことで落下せずにそのまま進むことができてしまうと。これが H2 版でしか使わないんですよね。で、ここで、はい、速攻で出ます。狼になりたかっただけです。なるほど。
まあさっきね、ラネール途中まで進めて、でまあもう、ポータルは持ってるんで、まあ、さっきもうこっちにワープしちゃって、火山弾だけもらってくると。It's more or less an optional dungeon. Yes. が降ってき If you would た。 like to run it, I will direct you to the all dungeons category of this game. Or Goron Mines RTA. Yes, Goron Oh Mines my RTA as gosh, well. Goron Mines RTA. ゴロン鉱山 RTA っていうネタカテゴリーがあるんですけど、まあ、今 It 回 may は seem a ね、 little bit 一 confusing with 切 us 出 jumping 現 around す the る map 一 here, 切 but 見ることな it'll く、 all make sense soon enough. ゴロン鉱山をね。 Or it won't. But it probably will. But it might not. But it should. で、まあ、火山弾をワープさせてきて、ゾーラの里の氷が溶けまし The たよと。 reason that we had to go and beat the Elden Twilight, despite being able to access the で、こ Linear の Route ね early, is まあ、 because 3 the つ目の fact トワイ that ラ we イト、 can't ラネール actually です start the ね。 Linear まあ、こ Route の、 Twilight まあ until we トワプリが bring ね、 down この the トワイライト meteor 解放がなかなかだるくて、 to break open 特に certain このラネールのトワイライトはね、すごい時間かかるんですよね。 And the only way the meteor spawns is if you beat Elden Twilight, so that creates chain of dependencies that makes Elden Twilight required. Release the meteor! 初回は確か水の勢いが Yes, no. あるんだっけ、そうだよね。水の勢いがすごいんで、 Get その a まま nice quick 流されてい transport back to Lake って、 Hylia here. Thankfully, we don't have to ハイヤ湖畔まで。 maneuver all the way down Zora's River in game. Game's like, yeah, maybe a bit excessive for this. The game gives you one. Coming up, Jim's going to be going through the trickiest Lanayru Twilight section here. You just, of course, get all the bugs just like before, but these ones fly around. They are RNG dependent. There's some Yeah, bad同じように bugs, また there's some great 光 bugs, and there's some really bad そこを bugs. 集めますと。 They're all kind of jerks, though, just like the birds. The bugs and the birds are jerks. Yeah, so there is more RNG than the previous Twilight sections with like how the bugs move around and stuff. So hopefully that will go well too. Yeah, there's also a lot more open space in this one. And running. Yeah, exactly. 確か Yeah, こ this is the こ、あ、 longest この Twilight 次か、 section この at 回の about 車線の 8後の minutes. 虫 It's が done なぜ really か well. 地味に位置が変わってますね。 Mainly just because there's this one bug in Castletown 落 which ちやすか will った run ん for で like 2.5緩和してくれたの minutes か to わ go かん and ないです get. けど。 The developers Oh. really wanted you to get the Castletown Twilight portal during the Twilight here, so they. 大体通常プレイすると、ま It あ、 makes sense on a 10 game 人 like 中 that. 9人は落ちるんじゃないかみたい From な the。game まあ、 Yeah, unfortunately, そのままのカメラの視点でいくと、間違いなく穴が見えなくて落ちるみたいなところあるんですけど、 I'm gonna try to get 上から them にしない on と this side of the 見えない wall. みたいな。 This should be good. Okay, there we go. The ones with the big Yeah, barrier in the なん middle で can まあ、 actually be very tricky to kill. ゲーム機版の方ではちょっと左側行くんですけど、HD 版ではその虫が右側に移動してるんで、右に行くと。 Alright, so this is the one bug that wasn't removed, but actually had its location changed from the original game. None of the other bugs are like that. The other bugs are, they either are still there and exist, or they're just gone. Because again, there are only 12 bugs in each Twilight section compared to the original game's 16. Yeah, but for some reason they didn't change the camera こ movement こ there, はい so る it のか still looks ここは over いる the のか place where the 本当に bug どこの虫が消えたか覚えてないっていうね。 This この bug 虫が is おギリ a 倒 nice したな。 jump attack using the mid to charge. That went well. あいつもちょっとね、パターンをちゃんと把握しないと And なか then な we か当 have てられなく the て。 infamous lily pad bug. まあ、今見たように、そのリドナのね、なんだ Yeah, the original game has リドナの two 撤回の bugs, 攻撃っ right here, but て、 thankfully in HD 毎度敵を誘導するとすごいジャンプするんですよね。それをね、ちょっと後で使うと思うんで。 Hello. Alright, no, this is bad. Uh-oh. Oh, good recovery. Yeah, bug そう was ですね、 very H 版 far で away 虫 on の that 数が first 多分 bug. 4 Usually a 匹 little 減 bit ってま closer す。 to 16 that から so 12 that, に減ってます。 a beat can get it quickly. 今、水の上にいた2匹が1匹に減ってますね。あ There's と、 only one in this game. 右側にいたやつも減ってるわ。 Yes. まあ、ちょっ Very と much 崖の上にい nicer る than はず original. の虫も減ってますね。 Alright, we probably have time for a few donations right now. We're just gonna be collecting more bugs with not too much notable going on. And running forever. Yes. 個人的にはこのラネールの中で一番めんどくさい城下町のやつを消してほしかったんですね。残念ながら。 Can't wait to see my favorite Zelda game on SGDQ. Thank you all for the event. And 残 let's 念ながら get そい that つは残 Mario ってる。 Kart milestone. Well, I have good 別に news ス for ト you ーリ in ー Sonora. 上、まあ一応そこに向かう途中で彼の使者船があるとはいえ、別に人間リンクでも倒せるし、別に消してもよかったんじゃねと思うんですね。まあ多分トワイライト中に城下町に行ってほしかったってことですかね。Huge pog.
なんで、まあ、ここちょっとね、結構しばらく走ってる。しばらく走ってるので、ちょっとリセットします。ちょっとリセットします。はい。では、ここで、ちょっと時間いただきまして、ビッツの報告ですね。次のゲームが、ですね、ボーナスゲーム2となってるんですが、こちらのビッツが達成されたので、次、マリオカート8デラックス、無事、走ることになってますね。開催されることになっております。どうぞご期待ください。この次のゲームがマリオカート8デラックスで確定になります。はい。いけるかな。よいしょ、戻ってきました。あ、おかえりなさい。ちょっとお茶でも買ってくればよかったですよ。さっき飲んだコップについだカフェオレは飲んでしまったので。ああ。また落ちてきた。We are so proud of you, Jim, and it's awesome to be a part of your speedrunning community. Good luck on the run, and let's keep it rolling for Doctors Without Borders. Thank you. All right. Now we'll finally be entering into Castletown after running for like 2.5 minutes. It was an eternity. So the one bug that we need is encased in a box near で、そうだ。狼リンクの動きっていうのは実はマップによって速さが違ってて、特に城下町とかは本当にダッシュがすぐ切れちゃうんで、実はダッシュアタックを連発した方が少し速いということで、まあ、吠えまくってると。ただ、これがね、実は厄介で、実は HD 版で会話の判定が全体的に広がってまして、ここは大丈夫か。ここは大丈夫なんですけど、まあ、うっかりすると何かに話しかけたりしちゃうと。結構忙しそうな動きしますね、なんかね。Like if you attack the box in the wrong way, the bug will like run around in a few circles before it goes down, which just wastes a little bit of time. で、そうですね、大砲がある家の裏の虫は消えてますね。でここでちょっと狩りの会長を呼びまして、ちょっとミニゲーム的な、さっきもやりましたけど、今度はこの状態で虫を多分3匹になってるかな。3ですね。4が3になってますね。残りが5匹。5匹あれちょっと待って。5じゃない ?1、2、3、4、5じゃないです。じゃあ、そうか。ただ、最後にボスを忘れた。1匹足りねえなと思ったら、そうだ、最後1匹になるとボスが出てくるんですね。それで終わりです。So that I can void out and get back to like Hylia, because the next bug that I want is very conveniently near the 2匹目の虫が消えてるのかな。4匹目は消してくれよって RT 的には思うんですね。4が取りにくい。取りにくいっていうか、まあ、RT 的には4匹目は消してもらった方がありがたいよなっていう話です。距離的な問題。そうですね。なるほど。So this bug out here, sometimes it likes to be really high at the beginning. Hopefully it'll be low. で、ここでわざと落ちると、まあ、ここにすごいよく虫いるんで、これで、残り1匹になって、残り1つになると、まあ、ちょっとね、虫が嫌いな人はご注意くださいっていう敵が出てくるんですけど、でっかい虫が出てきます。これは気持ち悪い。これがちょっと小技があって、この後突進していった時にうまいこと攻撃を、相手の電撃が消えたところを狙って、こっちが攻撃すると、次の相手の攻撃を無視してすぐに飛び打つ、すぐに攻撃できるみたいなのがあるんですけど、攻撃を止めて、失敗しましたね。これがうざいんですよね。今のは虫がちょっと下に来すぎてて、キャンセル、捕まったのにキャンセルされちゃうっていう、ちょっとうざい現象ですね。But I guess it's based on Link's position. If the bug swoops towards you, you do the backflip, you boop him, and you don't quite wait for him to get out of the bridge. ちゃんとしっかり待つこと。敵の高さが結構ランダムなんですよね。意外と難しいですね。
ではすいません。私、時間になりますので、ここで司会進行を交代いたします。ここまで司会進行 UFO でした。失礼いたします。引き続き SGTQ2020 お楽しみください。はい、というわけで、司会進行変わりまして、大場が、司会進行させていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあちょっと今ゲーム中盤とはいかないか。まあ序盤寄りの中盤みたいな感じですね。なるほど。ダンジョンが、このゲームダンジョンいくつあるのかダンジョンいくつでしたっけ8ぐらいあるけど、そうですね。9かな、最後は。まあ最初の3つのダンジョンのうち1つだけクリアしたんですけど、2つ目はクリアしませんということで、今3番目に渡ってみてますね。Which is also why we wanted 110 rupees after Forest Temple, so we wouldn't have to worry about getting any more rupees along the way. 100 for the oil, 10 for fire. Yeah, thankfully fire does have some rupees nearby if you don't have 10 there. It's a couple seconds time loss to get his rupees. ここから城下町に向かいますね。この後もちょっと面白い技がありますね、城下町の。城下町行って、ゾーラの服を取るイベントが、馬車護衛のイベントがあるんですけど、その馬車護衛のね、途中の戦闘をスキップする方法がなかなか面白くて、それを割と最近といっても多分1年か2年前かな、見つかったのは。ただそれが HD 版にとってはすごい大きなバグで。As we're running over to Castletown here, can fit in a quick donation or two. そう説明しなかったですね。HD1 特有のバグでね、馬の操作がしづらいってバグがありまして。馬の操作がしづらい。これ、まあ多分ね、HD1 プレイした人は大体気づいたというか、思ったと思うんですけど、馬の操作が結構ね、変わってまして、まあこれ、まあ今ちょっと冗談交じり入れましたけど、ほんまもんのバグでして、これ冗談じゃなくて、どういうバグかっていうと、今エポナスライドしましたね。あれはちょっとタイミングよく降りるとスライドできるってやつなんですけど、どういうバグかっていうと、ダッシュ旋回をした後にスティックを上に倒すと、上に倒しているのにそのまま旋回し続けるっていうバグなんですね。ほんまに。まあそのせいで、まあ、ゲーム中と同じ操作をしようとすると、まあ、絶対に壁にぶつかると。なんで、こっちの場合は、ダッシュ中はスティックを上に倒さずに左右だけで方向転換しようとすると、まあ、うまくいくと。ただ、うまくいくと言っても、カクカク異様になっちゃうんでね、微調整ができないんですよね。なんで、ちょっと厄介なところですね。しかもずっとスティック上倒さなきゃいいじゃんと思いきやダッシュしてないときはスティック上倒さなきゃいけないっていうめんどくさっていう。まあ、そのエポナの仕様を変えた意味はね、ちょっとわかるんですけど、この馬の仕様って、ブレス・オブ・ザ・ワイルド向けにしてるんですよね、多分同じ。ゲーム中版ではスティックを倒した方向にそのまま向かうって形なんですけど、こっちではカメラの方向に関係なく、右に倒せば時計回り、左に倒せば半時計回りに移動するっていう方式に変えたかったんですけど、まあちょっとうまくいかなかったというなるほど。ブレス・オブ・ザ・ワイルドの方はしっかりだったんですね。で、こうちょっと悪さをしようとしてますが、これが結構難しいのかな。ここがね、エポナをうまく壁に誘導して、落ちましたね。ここで落ちると、キング・ブルブリンが死にます。はい。お疲れ様でした。キング・ブルブリンとは何ぞやという話ですが、まあ、よくわかんないですね。そもそも、ここはキング・ブルブリンの2戦目のはずなんですけど、1戦目やってねえからな。はい。まあ、なぜかというと難しいんですけど、なぜかあそこね、落下判定がリスポーン地点がすごい広く取られてて、まあ、戦闘前なのに、あそこで落下すると戦闘後から始まってしまうということで、まあ、戦闘を完全にスキップしちゃうということができちゃうということですね。これが実はすごく HD 版では重要でして、そのキングブルブリン戦というのが、普通では弓
最低でも爆弾が必須の戦闘になるんですね。なんで、しかも HD 版だと弓を取るには2つ目のダンジョン入らないといけない。で、普通に爆弾を取ろうとすると2つ目のダンジョンをクリアしなきゃいけないということで、絶対に2つ目のダンジョン関わってくるんですよ。なんで、すごい厄介な戦闘ということで、ちょっと前のルートだとね、すごい大回りして、無理やり爆弾袋を持ってくるとかやってたのかな、確か。なんですけど、それをしなくて済むようになったので、すごい楽しくですね。なるほど。で、これ馬車護衛なんですけど、さっきの、カーゴロックだっけあれこっちちょっと名前違うとかあるかな。英語版ではカーゴロックなんですけど、あいつを倒しさえすれば、ちょっと判定が消えるんで、そのまま馬車は無視して奥に行けると。馬車護衛とはという状況になってますが。護衛してませんね。で、ここで、ブーメランジャンプを使って、はい、ゴール地点に到達したので、大丈夫です。馬車護衛をするとは言ってない。馬車は襲われていましたが、ゴールに到達したので問題ありません。普通はできないんですけど、普通に無視していこうとするとミドナに止められるんですね。ちゃんと護衛しろよって言われるんですけど、その判定を飛び越えてしまえば、はい、ゴールと。いうことですね。なるほどね。そうだ、ブーメランジャンプをちょっとしっかり解説してなかったんですけど、ブーメラン投げて、それをロックオンした状態になるんで、ブーメランに向かって、すごい速いジャンプリが出て、でかいジャンプリでなんかいろいろスリップできちゃうという形なんですけど、発動条件が一応ありまして、ブーメランの下に、ブーメランの真下の地面が自分の位置よりも高い、もしくはブーメランの真下に地面がない状態だと、なんか速いジャンプリができるっていうのが条件があります。どこでも使える、ほぼどこでも使えるんですけど、ちゃんとした位置になれないと、速いジャンプリが出ないって感じですね。今ちょっとね、穴の中引き返したんですけど、あれ実は引き返してわざとこっちですよって連れ去られた方が早いと。面白いところです。ちなみに狼リンクの場合はまっすぐ突っ切った方が早いんですけど、人間リンクの場合は引き返した方が早いっていう。地味な速さの違いです。で、これでゾーラの服を入手しました。これで、水中の呼吸ができるようになるってやつで、通常プレイでは必須アイテム、HD 版では必須アイテム、ゲームキューブ版ではスキップできます。ゲームキューブ版では、酸素ボムベとか呼ばれる水中爆弾を使って空気を回復する技を使って強引にこれを無視しスキップするんですけど、HD 版では、それがちょっと使ってられないんですよね。ってことで、普通にこっちとった方が早いと。早いというか多分無理かな。どうなのかいけるのかな。やろうと思えばできないか。多分できない。なんで酸素ボムベ自体は多分出番なしだけど、それと関連した技は使うかな。どうなんでしょう。ちょっとちゃんと把握しないんですよ。で、ちょっとなんか今暗くなりましたけど、これなんで起こるんだってなんかスキップしてるせいで、狩りの領域の入り口の暗くなる判定がなんか残り続けてるんですよね。The game doesn't get rid of it with this route for whatever reason, so. In here, I thought it was just a loading transition this entire time. で、今何しに行ってるかっていうと、ちょっと本来のルート、ストーリーではだいぶ前に行くところだったんですけど、ゴロンたちどうするかってことで、村長に話を聞きに行く。で、これでアイアンブーツが入手できるってやつですね。アイアンブーツはめちゃくちゃ重要アイテムなんで、これは取らないわけにはいかない感じですね。Unless it's going into a loading zone, then it doesn't matter, of course. Good spur management is the secret between a good split and a bad one. I have a lot of bad ones. あ、そっか。アイアンブーツがないとそもそも水中で地面に立てないんで、後の残土戦とかで、
そもそも、あれか、2人でも氷ができなくなっちゃうか。なんで、チェンで氷ができなくなっちゃうので、まあ必須になっちゃうね。I did time it once. It's like only a few seconds slower going from Faron to Lake Hylia as we'll do in a minute. ここ If you do で it that way. ルピーを取ると思いきや取らない。違うのか。こうじゃないのか。一応ここで各自100ルピーがあるんですけど、ここ取らないのかな。You're right. Excuse me. An opponent slide into Bo's text trigger. ちなみにゲームキューブ版では開始6分か7分ぐらいでこのアイアンブーツ取れるんですけど。早いですね。ゲームキューブ版では今回 HD 版で修正されてたバックインタイムっていう技ですね。落下するときにタイミングよくリセットするとタイトル画面でリンクがリスポーンしまして、タイトル画面のリンクを操作してでそこでセーブするとね、強くてニューゲームができてしまうと。なんでかというとタイトル画面のリンクって勇者の服と剣と盾とエポナを持ってる状態のリンクが動いてるんで、そのデータを持ってきてしまうことができちゃって、でこの相撲ミニゲームのフラグ管理がそのエポナを奪還したのが条件になってるんで、最初からエポナ奪還した状態から始まるせいでいきなりこのイベントが始まっちゃうみたいなことがゲームキューブ版であります。Yes, please. Big yes, please. Come on, Bo. Be nice. ね、そうだ。この相撲ね、この相撲は連打ゲート運ゲーです。はい、運ゲーなんですか。運ゲーなんです。じゃんけんですね、基本的に。文字通りじゃんけんですね。で、これはなかなか運が悪いですね。はい、一応ね、3分の1じゃなくて、なんか、A 連打が基本的に確率がちょい高めになってるんですけど、ちょい高めなだけなんでね、本当に運が悪ければ負け続けると。これは運悪いな。一応 A 連打めちゃくちゃ頑張れば、まあ、ほぼ有利なんで負けるってことはほぼないとは思うんですけど、負けたの見たことありますね。ほぼないですよ。Yeah, right. Thanks for nothing, Bo. Smell ya. で、右側の扉を開けます。このゲームっていうか、スカイウォードソードでもそうなんですけど、左側の扉を引いて当てて、右側の扉を押して開けるんですね。でその関係で右側の方が 0.6 秒早いです。いいですけど。ルピー取らないんだ。ということは、後であれか、多分かかりこ村で200ルピーを取るのかな。ちょっとルピーのね、ルートはさすがにしっかり把握してないんで、どこを取るかわからない。まあ、いくらか稼ぐ。そうですね。終盤の方で、砲台の修理が300ルピーかかるんで、がっつり集めていかないといけないんですけど、多分かかりこ村の200ルピーを取るんじゃないかと思います。Alright, awesome. Yeah, speaking of rupees. Okay, we have a このエポナでは移動ですね。ワープが使えないんでね、マスターソードがないと。Here's the additional $100 I promised. Ow! We do have more calls for more Awoos. How about another $100 donation from Owlbase, who says, "So excited for Twilight Princess! Gymnast is my favorite speedrunner ever, and he is running my favorite game ever. Can I get an Awoo?" ちなみにさっきの扉の右左の話ですけど、スカイウォードソードは、ミニキキリンクの、そもそも Wii 版と元のゲームキューブ版と Wii 版でこのゲームって左右反転してるんですけど、スカイウォード次回作のスカイウォードソードは、右利きリンクの Wii 版を、参照してるせいで、開ける扉は左側が速くなりますね。逆なんですね。で、次どこ行くんだろう。そこを把握したいぞ。普通にあれか、後半に戻るのかな。ここ通るのか。ってことはあれですね、多分運が良ければここでレアチチュゼリーが取れたのかな。レアチチュっていうやつがいまして、本当に乱数で出てくるやつなんですけど、そいつを瓶に詰めると攻撃力2倍のアイテムになるってことで、ここで出てくれると多分後で短縮になるんですけど、まあ取れなかったと。
そう、左右判定ややこしいんですよね。でちなみにこのゲーム、ハードモード、ちょっとすぎるんだ、ここ。すぎてましたね。はい。あそこを切りつけるとなんか、すぐいけますっていうことで、ちょっと楽しくなります。そう、スカオとか Wii 版のトアプリは右利きに合わせて、まあ、世界全体を反転させてると。で、何の話をしようとしたのか忘れてしまいました。あ、そうだ、トアプリ HD では、ハードモードがあるんですけど、なんていう名前、辛口モードか。辛口モードっていうのがあるんですけど、辛口モードではダメージ2倍でさらに左右反転になってると。なんで、一発でできましたね。今のところもうまく突っ込むとるんですけど、地味に難しいやつです。綺麗に決めたらすごいですね。なんで Wii 版をプレイした人は左右反転が厳しいので辛口モードでやったって人も多いかもしれないですね。Yeah, there's lots of cool LGAs that we get to see, and also some cool clips. This is probably my favorite temple in the speedrun. It's neat. で、ゲームキューブ版ではね、ここの固定の神殿に、このゾーラの服なしで侵入するとかいうのをやるんですけど、残念ながらルートの関係上でもできないし、あと、地味になぜかこのダンジョンってセーブリセットした時の開始位置がマスターソードを持ってるかどうかで変わるっていうよくわからん仕様がありまして、で最初の水中の通路をマスターソードあったらセーブリセットでスキップできるという感じなんですけど、マスターソードがないと侵入したところで最初の水中を越えられないんで絶対にしないとどうしようもないですね。で、ここでめちゃめちゃかっこいい技やりますよ。ブーメランジャンプアクションですね。スタイリッシュブーメランジャンプアクション。これがね、これが昔からありますけど、これかっこいいですよね。これを初めて、自分ね、割と RTA 始めた理由がトワイライトプリンセスだったりするんですよ。本当に RT を初めて見たのがこれだったかな。まあ、それでちょっとね、感動を覚えた覚えがあるんですけど。Speaking from experience, of course. 画面がカクついてるけど、これはどっち側のこれは、配信側の方がかな。配信側なのかな。で、ここでも面白い壁抜きをしますね。ちょっと画面がカクついてるんですけど、壺をね、持ってきます。この壺がね、すごいいいところに壺置いてあるよな、ほんま。この壺をね、岩のちょっと右側に置いてありまして、で、そうするとなぜか、ここで引っかかることができまして、このままね、もう体をゴリゴリ言わせながら突っ込むと、しばらくすると、すぐできますとかね。そもそも本当は水中爆弾持ってこなきゃいけない場所なんで、ここ。そもそもゴム袋がないんでね。爆弾自体は後で多分取るんですけど、その取り方がマスターソード取った後じゃないとできないやつなんで、なんとか爆弾袋をないままクリアしようという感じですね。路線ですけど、こいつが2ターンかかっちゃうのか。2ターンかかっちゃうし、しかも結構シビアな攻撃をしないと3ターンになっちゃうって感じですね。マスターソード持ってても1ターンが割と難しいぐらいのを2回やらなきゃいけないんで、2ターンはなかなか難しいです。こいつのダメージ計算が、なんていうかな。ジャンプリーとか 1.5 倍とかのくせにジャンプリーとか使っちゃうとすぐにひるみ解除されちゃうんで、普通に通常リリーを連発するのが早いんですけど、通常リリーを連発するっていうのはこのゲームなかなか難しくて、普通にボタン連打しちゃうとね、結構4段目の強い攻撃が出ちゃって、それでひるみ解除されちゃうんですね。なんで2回で止めてを繰り返すのが一番効率がいいっていうことですね。
で、クローショットですね。みんな大好きクローショットですね。ちなみに今ね、宝箱に向かってジャンプリリしましたけど、これ実は、なんでか知らないけど、トワイライトプリンセス HD になって、ジャンプリリが壁に当たらなくなりました。なんでか知らないですけど、まあ、それのおかげで、弾かれないと。で、しかも、これのおかげでね、さっき言った、てかさっき使っていたロングジャンプアタック、ブーメランのジャンプが、まあ、シビア、てか普通、適当にやっちゃうと壁に弾かれて落とされちゃうみたいなところも、HD では簡単にできるみたいなところがあったりします。The reason we can do the boss key skip in the Lake Bed Temple is because the loading zone for the boss room is just always active on the map that you're on. It's not tied to opening the boss door, which makes it unique. で、まあ、ここまで見てると、まあ、修正されたバグ多いなって感じなんですけど、ここでね、HD 特有のバグが出てきますが、フラグ回収されるのはこの1時間半後ぐらいですね。ここでやったコードがなぜか1時間半後につながるという、マジでキテレツな技でね、マジで正直、まだなんでか知らないですけど、これ多分解明されてないんじゃないか。ここでね、なぜかこの部屋にあります。この部屋には全く用はないはずなんですが、ここで、この部屋に入ります。で、この部屋で何をするかというと、何もしません。帰ります。何もしません。何もしないんですけど、これで、2、3分早くなります。先に言っちゃうと、ここで、あそこの部屋にあった門をロードすると、代わりに天空都市にある門が消えます。謎です。これね、すごいことに、バグ声援 RTA で必ず遭遇してしまうバグ技でして、バグ声援 RTA だとね、あそこ絶対通るんですよ。でそうすると必ず、まあ、天空都市の門が消えちゃうという、って感じのバグなんですけど。バグ声援ってバグなし RTA で絶対に落ちるバグと。これがすごい謎で、まあなんかちょっと解析した人によると、こっち固定の神殿の門と、天空の都市の門のデータがなんか隣同士に置いてあって、なんかそれでなんかおかしいことが起こっちゃうのかな。これがなんか HD1 しかないと。なんでなんでしょうね。片方をロードさせちゃうと片方が消えちゃうらしいですね。なんでまあないんで絶対ないですけど、天空都市の門をロードさせてからこっちに来るとこっちの門が消えてると。これもね、発展がね、なんか誰がですか、よく見つけましたね。そう、見せたのもなかなかすごくて、天空都市の方も普通では RTA 奏者には絶対入らないような部屋なんですよね。ただまあなんかマップだったかがある部屋に誰か入って、あれここ門ないのおかしくねみたいな。なんでそれ門ないのみたいになって。で、そのバグが、セーブリセットは OK なんですけど、まあ、ゲームの本体を切ると、まあ、継続されないとか、リセットされちゃうということで、まあ、本当に長時間プレイをしないと遭遇しないっていうバグになります。まあ、なんでね、バグなし RTA をあんまり前情報、てか、まあ、あんまり調べずに、やった人は、あ、ここもう空いてるんだと思って進んじゃうとアウトってことですね。ああ、そうですよね。実際、バグ出し RT をタワープリ HD でやってる人がいるかは知らないんですけど、少しいたかな、今やってる人はいないんじゃないかな。まあ、ただ、実際バグなし RT をやろうとしたら、わざと通らないようにしないといけないってことになるのかな。そうですね。よくわかんねえ。通るだけでレギュレーション違反になるのやばいですね。で、やべえ、全く解説しなかったこのボス。もうこのボス完全にただに泳いでる魚なんで、ごめんなさい。本当にね、こいつはマジで雑魚だからな。
何の解説も、一応ちょっと、剥がされた後にすぐにクロスフォート当てるみたいな技は使ってたと思うんですけど、一応、なんだっけ、アイアンブーツを履いた状態で、攻撃して、で、本当は振り落とされるのを待たなきゃいけないんですけど、わざとアイテム欄からアイアンブーツを外すことで、強制的に外れてっていう技を一応使ってました。そのぐらいですね。なんですけど、こっちでは雑魚なんですけど、ゲームキューブ版ではね、最強のボスとなってます。ゲームキューブ版ではこれをゾーラの服なしで倒すんでね、めちゃくちゃ難しいです。サンスボンベっていう技があって、アイアンブーツで、地上っていうか地面立ってる状態で爆弾出して、その状態で靴を外して、で、爆弾を落とすとなぜか酸素が回復するっていう技がありまして、またそれを使ってこいつ倒すのすごい難しいんでね、なかなか RT の鬼門になると思うんです。そこもね、よかったら、100% で使ってないのか。だから、ゲームキューブ版の NE% とか見てほしいですね。あれは本当に、そこも初めてトアプリ RT を見たときは感動した場面ですね。あんなことができてしまうんだ、ね。Jim's streams have been helping to keep me sane as I've been stuck at home, having lost my job earlier this year as a result of COVID-19. Sorry to hear that. I'm fortunate enough to still be in a financial position to give what little I can towards such a great cause. Twilight Princess is a game that means an incredible amount to me, and I'm ストーリー上ではさっきのボス倒した後に、ザントってやつが来まして、ちょっとそいつに襲われて、ミドナが衰弱してるんで、ゼルダの元に向かって、どうするか聞くと。ここは割とそのまんまですね。やっぱりオオカミリンク状態だとできることが減るんで、なかなか悪いことはできないと。ここはゲームキューブ版も大体同じです。さっきのモンのバグはむしろ通常プレイの方が発生する。通常プレイではそんな固定の神殿から天空都市まで物で通常プレイする人はいないと思うんですけど、ただバグありだと固定の神殿の部屋って入らないですよね、普通は。わざわざ鍵取って上の階登って入って戻ってきた時なんで、バグなしをやろうとしないと通らない部屋を使わなきゃいけないというよくわからない。ああ、なるほど。電源落としちゃうともうそうですね、また門が戻ってきて復活すると。Good luck on the rest of the run, Jim. Thank you very much. Alright, so now we've met. I'm pretty sure the cat's name is Louise. Louise the cat, yeah. I don't know why she's sniffing Link. Like, he just got out of the water temple. He's not stinky. 自分もね、発売当日に最速 RT みたいなことやってましたね。今実はもうね、ミーバースなくなっちゃったんですけど、発売してすぐにダウンロード版買って、で、初投資4時間ぐらいでクリアみたいな。いや、ようやくクリアしましたみたいな、発売日4時間後ぐらいに Wii バースにやるってことをやってましたね。Wii バースなくなっちゃったのちょっとショックだな。初見プレイとか4時間20分とかだったかな、さすがに。覚えてないや、あんまり。大体ルートは、てかそもそもあれ、トラプリ HD はね、海外の方が発売早かったんで、ルートは把握してたんでね。その時トラプリ普通のゲームキューブもやってたんで、割とすんなりいきます。ミーバースといえば、そうですね、公式の、このゲーム、なんか雪山をスノーボードで滑るミニゲームがあるんですけど、ミーバース、トラプリの公式で、そのミーバースで、なんか最速大会みたいなのがあって、見事1位になりました。I will have to defeat some of the keys over here because if Wolflink notices an enemy while he has a torch, he like actually can't. 公式がなんかああいうのやるのは結構好きなんですけど、なくなっちゃったのは残念ですね。It's super weird. He's like, oh, there's an enemy? What? Oh? And yeah, just won't. ちなみに今キース倒しましたけど、キースを倒さないとね、ウルフリンク状態だと敵の方を向くんですよ。で、キースの方を向いちゃうんで、
さっき持ってた木の枝が横向いちゃって壁に登れないっていうことが起こるんで、まあ、木倒さないと登れないってことですね。で、ここを地味にちょっとショートカットしますね。本当は綱渡りしなきゃいけないんですけど、うまいこと角度合わせてジャンプすればいいと。実は初回の時は透明な壁があって、今のジャンプできないという。この綱渡りがね、意外とね、RTA 奏者あるあるで、ここを急ぎすぎると、そのままジャンプして落ちるというのがあります。はいはいはい。で、ここで地味に、敵に向かってジャンプアタックでショートカットしますけど、これもね、ゲームキューブ版だと、ちょっとタイミング間違えると、ジャンプアタックが壁に当たった判定でそのまま落ちるということが起こるんですけど、確か HD 版では落ちないはずかな。ウルフリンクのジャンプアタックもちょっと判定変わってて、多分 HD 版では落ちないはずかな。ひょっとしたらそこはちょっと間違ってるかも。HD 版プレイしたのほんまに昔だからな。で、ここを頑張ってば間に合います。はい、一瞬早く行きます。Nicely done. Yeah, that saves about like 5 or 6 seconds. We can get that cycle, and also the additional time save of having your movement be good. Oh, that was well done. Alright, well, I hope you guys all enjoyed the music. It's これでゼルダ2回目になって、ちょっとゼルダが命削って、リドナが復活するみたいなイベントでしたね。で、次のダンジョン行く前にマスターソードを入手しに行っちゃいけない。地味に今ポーズを開いてたんですけど、あれ確か左上にマップの表示が出てる間ってマップ画面が開けなくて、なんですけどポーズ画面を開くことでそのマップの表示を消してやるとすごいマップが開けるっていう構図ですね。で、ようやくここでマスターソードを取りに行きますと、ここは通常通り行かなきゃいけないですね。have hopes that we might be able to get it in the future, because it would save like almost 20 minutes in the 80% category if we could. Yeah, unfortunately we don't have early Master Sword, we just have normal Master Sword. ゲームキューブ版では最初の何分ぐらいだろう、10分ぐらいか ?10 分ぐらいで、15分かな ?15 分か10分ぐらいでここに来れちゃうと。There was another first frame minute jump there. Yeah. First frame minute jump. It is actually possible to get here using the long jump attack, like right after you get out of Forest Temple. But unfortunately, these bridges don't spawn here until you've completed the Midna's Desperate Hour section. So you can't make it any farther as human link. さっきのミドナ衰弱状態だ。なんかミドナ復活するまで攻略しないとなぜかあそこの橋が消えていくらしいですね。なんかストーリーの進行上。At least quickly, I should add. Ruby slides. Yeah, there is a trick that I guess we should mention in this game called Ruby 向こうでルピースライドっていうこのゲーム最大のネタ技みたいな話をしてるんですけど、このゲームね、ルピースライドっていうクソみたいな技がありまして、ちょっと特定条件でルピーを取ると、リンクがね、ルピーを取ったモーションのまま放置しておくと、微妙にスライドしていくって技があって、今の壁をね、そのルピースライドを使ってすり抜けるってことができちゃうと。いう技があるんですけど、多分ね、10時間とかかかりますね。すり抜けるのに。ちなみに、トワイライトプリンセス、ローパーセント RTA するようなカテゴリーじゃないんですけど、ローパーセントっていうのはアイテムを最低限入手してクリアするみたいな挑戦ですね。それをやろうとすると、そのルピースライドが必要になるんで、トワプリのローパーセント、どこにあるかな。If you ever watch a low percent run of this game, be prepared to stare at rupees for literally 98% of the run or something ridiculous. How long is the low percent? It's like what, 24 hours? ローパーセント。やってる人がいるっていうのはまずおかしな話なんですけど。ここにない？ここにないか。That's a really great comparison. Breath of the Wild's what, 19 hours now? そう、見つけられない。どこだ？ I think so. That's an insane amount. That 900 Koroks in that run. Ooh. これないな。どこにあるんだろう。I don't have the ちょっとごめん、 patience. 見つけられねえわ。ローパーセント。
多分ね、十何時間とかかかってる。まあ、そんだけ放置しないといけないんで、そのルピースライドを何箇所か使うんでね。ここが確か、まあ、場所によってそのスライドの速度とか違うんで。Technically, you're not supposed to see that. And now we have the little fight, which is the typical attack the enemy 3 times and then win. Between each of these phases, I want to kill at least one of these. フォーマーワールドレコードだからこれ違うのかな。最速いくつだろうな。I only want to kill one because then I'll only get a single hit stop effect. Because each time you kill an enemy to get a hit stop effect, you end up wasting some time. It's only like a frame, but frames add up. 一応一つ記録見つけましたけど、これ25時間やってますね。24時間ですか。何十時間放置するんで、まあ、よっしゃ、今から仕事行ってくるわみたいな感じですね。Gotta wait for Skull Kid to reload his trumpet. まあそんなネタ技もありますということで、はい、そんなこんなでちょっとスタルキッドを倒しましたけど、ここなんかねバグでねなんか変な人形が増えてるんですよね。壁に走り続ける人形が止まりいたりなぜかスタルキッドを倒したら人形消えるはずなんですけど、なぜか残ってるやつがいたりとかよくわからない変更が。There will be no extra trip to the Sacred Grove. Oh, and here's the toughest puzzle in the entire game. Yes. Very, very tough. Not like これは純粋にパズルゲームですね。左下、上、右、下、左上とかかな。覚えてる。Yeah, metaphorically, look at my watch right here. As a fun fact, the solution is actually symmetrical. So if you did this exact same set of inputs on Wii, it would still work, despite being mirrored. Yeah, I believe it's 12 moves, if I remember correctly. Minimum. But of course, this is all 5% は結構ネタにされがちなんですけど、最近ね、そのスカイワードソードがね、今まだ壊れてる RT なんですけど、こっちがね、昔ローパーセントでしか使わなかったようなルートをエリーパーに取り入れられてるみたいな形になってるんで、まあ、何が起こるかわかんないですよね。I almost, in my mind, I was like, okay, I need to split for this, and I was like, wait a minute. Yeah, I've done that. Or you get the extra dash right before the Master Sword and blow. マスターソード入手です。ちょっとここのムービーが懐かしいのできます。Shoutouts to Auto Splitter. No, Jack, no. Never have to worry about messing up that split if you have an auto splitter. ここ緑が出てくるんだ。ここは先に入手する。The split itself, the act of splitting feels very satisfying. Absolutely. Especially when it's a best segment. I can't let a computer take that away from me, Jack. Alright, not much is happening because this cutscene's unskippable, unfortunately, so we can read a donation or two. Sure thing, I got you. We have a $100 donation from Bachion, who says gymnasts run ストーリー的にはなんだっけ、ザントに頭に埋め込まれた石のせいで、狼になっちゃって、で、それ解除するためにマスターソードの力を借りたみたいな感じだったかな。ストーリー覚えてねえや。Snep Emperor Snow, who says, I do hope everyone is staying hydrated. Runners, staff, chat, water's good for you. Snap is absolutely right. I do agree with this. Alright, I'm going to hydrate. Good call. Everybody else make sure to hydrate too. Me too. Shoutouts to Snap for keeping me hydrated every single day. Alright, cutscene's almost over. Okay, so now that we have the Master Sword, it is time for us to go and perform the early マスターソードを入手すると、狼への変身とワープがいつでもできるようになるということで、すごい便利ですね。で、ここから、砂漠方面ですね。It is by far the hardest trick in the run. Yeah, and if things go well, we will not waste multiple minutes to it, but that is a possibility, so we'll just have to see what happens. So normally to get to the snow peak region, you need to have the reach なるほどね。今から多分爆弾を
ボム袋を仮パクしますね。借り物のボム袋、通称仮パクのボム袋と呼ばれますが、それを取りに行くのかな。それか、あ、そっちだ。ごめん、こっちだ。雪山行きますね、先に。これがちょっと最近 HD 版で大きく変わったところでして、まあ、雪山に侵入するのが、まあ、ゲームキューブ版ではちょっとマップグリッチってバグ技を使ってできたんですけど、まあ、それが修正されてると。実は日本版、ゲームキューブ版の日本版でもすでに修正されてるバグ技なんですけど、それを使わずに、雪山侵入をすると、ここって本当は匂いますってやつを釣って、その匂いを覚えないと、まあ、強制的に戻されるって場所なんですね。ただ、その判定をうまく超えてやりましょうということなんですけど、これがね、多分結構難易度高いんですよね。さあ、うまくいくのでしょうか。ちょっと位置調整してますね。悪いことやってますね。この先にね、戻される判定があるんですけど、ここをうまく超えてやろうって話ですね。でここでね、来ない？あー、ちょっとまずいか。狼をね、誘導します。誘導しますっていうか、来てもらいたいんですけど、さっき違うところに出現しちゃったから、来たね。ここでクローショットで一回ひるませて、で、狼、あ、ミスった。B ボタン離しちゃったかな。さて。これ大変そうですね。右側に出ちゃうと、上から来てくれないと。しかも位置調整もなかなか厄介そうですね。これ多分なんか狼リンクだと滑っちゃう場所で人間リンクだと人間リンクでうまく登ってから変身しないといけないってことなのかな。こういうね、敵を使う技って大概難しいんですよね。わかります。パターンが難しくなっちゃってなかなかポーズを連打しますね。あー、ギリギリ範囲に引っかかってくれなかったって感じですかね。多分エスティメート長めにとってあるのはこれが理由なんじゃないかなという感じですね。なるほど。多分右側に行くこと、一回右側に行くことで狼左側に誘導してやって、で、登って、滑っちゃったね。そういうパターンもあるのか。難しいですね。Unfortunately, we've reached the limit as to how many Wolfos can be out at once, so get rid of that one. 狼が左側行っちゃったんで、ブー Obviously, the game doesn't want to continually spawn Wolfos and not have them disappear. That's the worst, where they jump at you and knock you off that little shelf, because then you have to reposition everything. Yeah, unfortunately, these two ones aren't going to disappear unless, like, get them off there. Okay. And you get off. ちょっと変な方向行っちゃったやつがいるせいでうまくいかないって感じですかね。これはなかなか辛そうだな。Positioning's precise, angle's precise, movement's precise, timing's precise. It is a rough trick. It's very bumpy. 今来た人がいるみたいですけど、何今のジャンプ。あいフェイントみたいなのしてくるのか。今やろうとしてるのはここにちょっとね、雪山なんですけど、ちょっと連れ戻されちゃう判定があるんで、それをうまく超えようとしてるようなところですね。最近見つかった技です。最近つってもう半年前くらいかな、ひょっとして。最近もうちょっと時間の感覚が。Looks good. Yeah, that looks good. いけるか。おお、いきましたね。いきました。いきました。やっちゃった。結構広めに判定取られてるんでね、最初は超えられないと思ってたんですよね。ただ、やってみたら、なんか誰かタスでやってみて、おできるじゃんってなって、で、それを人間でできるようにセットアップが作られるっていうことですね。これがまあ HD 版ではめちゃくちゃでかいと。これのおかげで釣り竿、いっちゃん最初の1日目を丸々スリップできたってわけですね。
Well done, Jim, though. You got it. We good. 普通にこういうとするとここで釣り竿が必要になっちゃうんで。 Yeah, so that's the last like しかも running そ killer. の It 普 gets 通の釣り竿じゃダメでなんか The rest イ of ベ the ント run こな should してなん be かなんてサンゴの耳飾りだったか consistent な as それも入手しないといけない multiple ん limits to a で single trick. Fanskip, 結 excuse me. 構なタイムロスになりますね普通にやるとこれだけ時間かかってると全然速くなってるはずです Thankfully, fan skip is really easy if you take it nice and slow. That's very true. Alright, so now we'll just be さっき making から our 地 way 味に to 使 the っ rest て of ま the したけど、 Snow Peak region here. 飛び道具を使うときって、 Knocking into the wall, of course. 主観視点、普通に主観視点入れてから飛び道具を使うってすると速くなりますね。 Exactly. ただこのゲームって主観視点にするのがスティック押し込みなんですよね。で、スティック押し込みして X ボタン、Y ボタンを押すっていうしようとするとタイムロスするんで、できたら飛び道具は R ボタンにセットしたいとっていうところで今ちょっとまたスキップしましたけど。あ、これスキップなんですか？成功しました。しましたね。してますねあそこで影の飛車が出てくる判定があって、ただその右側から奥側にジャンプしてしまうことで、奥側のリスポーンポイントに飛んだって感じですね。ただこれをやるとね、難点なのが、この吹雪が晴れないんですよね。なんで視界が悪いまま、ちょっと今から下っていかなきゃいけないと。ただまあ HD 版は割と見やすいかな、まだこれでも。ゲームフィルムはもっ For と the 見やす time く that な we ります wasted doing that, it was still a lot faster to implement it into the run. A lot harder, though. A lot harder indeed. I bet you guys didn't realize you were watching Tony Hawk's Pro 結構見 Snowboarding. づらいですね。配信画面だと見づらいっていうのもあるかも。ただ Realized 多 we 分 got back in time to do that. 実際にプレイすると割と見えるはず。 Alright, so as we're snowboarding our way down here, the fastest movement speed we have on the ゲーム snowboard キュー版は is これやろうとするとね、本当に足場の位置をちゃんと把握しておかないと。 as much as possible 落ち without ます like ね。 accidentally falling down. There are ち some なみに、 route この pieces 縦 that サーフィ I ンは like 実はジャンプすると速くなります。なんでジャンプ連打がいいですね。 There's the blue, 結構ね、 Oh, yeah, you're nice. このスノボのミニゲーム We're で gonna ハートの save 形が取る 20っていうのがあ seconds っ in て、 Arbiter's Grounds just because we got 後で that 出て bomb く in る the root route. 何族だっけ名前忘れたけど、ずっと奥さんとね、スノボの勝負をするんですけど、それのミニゲームが結構ね、難易度高いと言われてるんですけど、実はジャンプで速度が上がるってことを知ってれば、かなり余裕で勝てます。普通に滑って勝とうとするとかなり難しいです。 Yeah, I couldn't even imagine running SD here. I have troubles with this limited field of vision. Nicely done, though, Jim. You're in there. Ooh. Oh. No, yeah, didn't quite get the mid-attack skip. Got some extra health refills here. Yeah. We will be intentionally losing a bunch of health in Snow Peak Mansion here. で、ここも地味に右の扉開きましたね。 On purpose. Yeah, there ここは右 actually の扉を開けた方が早い。 there, けど yeah, there's 後のね、なんでか知らんけど、最後のハイラル城はね、左開けても右から出てくるっていうのがあったりして。でもここはちゃんと右開けたら右から、左開けると左から出てくるんで、ちゃんと右側開けた方が早いっていう。 Clip through the ceiling there after doing a long jump attack so that we can get で、そうだ、スキップしちゃったよ。スキップしちゃったよ。さらっとね、下から抜けましたけど、今のところって、本当は床ぶち抜いて、下に置いてある宝箱を取るっていう、隠されてるハートの頭の宝箱を取るって場所だったんですけど、ブーメランのジャンプを使って逆走ができちゃうと。本来崩れるイカなんで、下からはクローショットが貫通するということで、それで上にあるクローショットの的を引っ掛けて、下から滑りつつあったっていうことです。で、今、どういう、本来のルートを覚えてないからあれなんですけど、かなりいろいろスキップして、いきなり中ボスに行ってる感じですね。はい、向こう側にある城をね、今開けましたけど、鍵さえ持ってれば大丈夫。で、ここも、ただ、フリーザードをちょっと左側誘導してやって、うまいこと突っ込むと、はい、扉の裏に入ります。このゲームはね、その 3D ゼラにしては珍しくて、扉の裏にそのまま判定ないんですよね。なので、扉の裏に行ってもちゃんと扉を開けないといけない。裏側から開けちゃえばいいんですけど。あ、で、ここちょっとバグ発動してますね。
本来はすぐ戦闘始まらないんですけど、これもね、ちょっとね、勝手に発動するバグなんですけど、普通の通常プレイでは発動しないはずなんですけど、ボスフラグっていうね、なんかちょっと設定ミスみたいなバグがあって、今、本当は奥に行って敵が出てくるっていうイベント発生なんですけど、ボスフラグっていうのが立ってると、それがいきなりボス戦が始まってしまうというやつなんですけど、本来はボスフラグが、0と10と1かなで、1以上の数字だと、まあ、いきなりボス戦始まっちゃうみたいな感じ。おっと。今、ディスコードでちょっと進行の人が落ちちゃったかな。ちょっと戻ってくると思います。はい。そのボスフラグが、1箇所だけ設定ミスで0のはずのところが1になってて、それがマスターソードを取る前のスタルティッドを呼び出したところですね。そもそもそこボスフラグ使わなくていいはずの処理のところをなぜか1に設定しちゃってて、その状態でこの雪山に来ると今みたいにボス戦がいきなり始まってしまうと。あ、ここでルピードルですね。かかり子じゃなかったね。On the optimal rupee route, I might add. Yes, on the optimal rupee route. Because now we do have ボスフラグっていうのは本来何に使われてるかっていうと、ムービースキップしちゃった時の無限ループを回避するみたいな感じだったかな。そのムービースキップするとリロードなんだ。ムービースキップすると暗転してリロードするけど、そのままリロードしちゃうとまたムービー始まっちゃうから、ちょっとフラグ1立てて、もうムービー見ましたよってフラグ立てて、まあ、次にはムービーが再生されないようにするっていう、無限ループを回避するための措置なんですけど、まあ、それがなんか1のまま残っちゃってたんで、まあ、ムービーが再生されずにいきなりボス戦が始まっちゃったみたいな感じですね。One of the reasons that doing early snow peak saves time is because it allows us to get the ball and chain before Arbiter's grounds, and we can use the ball and chain to skip any of the bomb requirements that Arbiter's grounds normally has, which means you don't have to get bombs, and that saves like an additional 2.5 minutes routing wise. ここでようやくあれですね、サバに向かいます。爆弾って完全に卵に向かう。間違えてたね。取らないのかなわかんねえ。そっか、でもボール&チェインじゃなくて、チェーンハンマーですね。英語版ではボール&チェインっていうなんか、ちょっとダサい名前になってるんですけど。チェーンハンマーがあるんで爆弾いらなくなるのかな。スタルフォスを倒すのに、どうしてもチェーンハンマーか爆弾が必要になるんですけど。Jim's going to try and transform behind the post here. If he goes too far, Plum the bird will come down and pitch his minigame, but we're not buying what he's selling. あと地味に使ってましたけど、HT 版ではゲームパッド使ってワンタッチで変身できるっていうボタンが追加されてますね。これも RT 的にはありがたい。ゲームキューブやミドニャに話しかけて変身するって形になるんですけど、今はミドナに話しかけたね。多分アップ移動してすぐはそのボタンが効かないから今は話しかけたって感じなのかな。Well, we're going to be running for the next minute, as I'm sure you're aware. If you can think of one. No, I'll save it for later. Okay. We'll be waiting. で、ここは普通に走ります。So right here, I'm going to be equipping some of the そっか。HD 版でもこれが使えるようになったんだね。いや最近のルートを終えてないからあれなんですけど、本来はここ、イノシシパクって壁壊すってやるんですけど、チェーンハンマーがあるんで、それをやらなくていいはずですね、多分。normally notice you when it's daytime in the desert. If you do early snow peak like as optimally as you can, you will get noticed in the desert and lose like 6 seconds. It's a bit of a trade-off. そっか、夜になってんのか。雪山に行ったんで夜になってるのはこれすごいありがたいですね。なんでいつの間に夜になったんだって感じですけど、どっかで調節に時間変わる判定があったのかな。まあこれ昼と夜で敵に発見される判定が変わって、なんでここ見つからずに済むようになってますね。見つかるとムービー入るんで、その分短縮になりますね。今スルッと抜けましたけど、チェーンハンマーで右側の櫓さえ壊してしまえば、あとは狼で突っ込めば進めると。
で、ここで面白い技を使うかどうかなんですけど、ただね、難易度高いんですよね。しかも、ほぼほぼ短縮にならないぐらいの技なんですけど、やるんでしょうか。やるみたいですね。こう登って、で、ブーメランジャンプをうまく使って反対側に飛ぶんですけど、邪魔されたりするんですよね。うまくいきましたね。多分 HD 版は剣の反動なくなってるおかげで簡単になってますね。あ、おかえりなさい。で、はい、上に登って、ここでね、中のムービーの判定なんですけど、あ、おかえりなさい。すみません、ちょっと PC の気持ちが悪くて。ムービーの判定はね、基本的に上にも下にも無限に伸びてるんで、上を登ってしまえば中のムービー判定に触れることができるということで、鍵を取ってないけど、中にいきなり侵入して、ボス戦でした。終わりました。ただこのボスね、実は強化されててっていうか、リンクで弱体化したんですけど、ゲームキューブ版ではね、回転切り3ヒットするんですけど、1ヒットしかしなくなりました。なんで、まあ、結局回転切り連打が最速なんですけど、ちょっと手間がかかるようになりました。で、ちょっとね、焚き火が始まりましたけど、この焚き火ですけどね、なんで焚き火かっていうと、これ放置しても何も起こりません。別に放置してても平気です。Yeah, I feel bad for the Wii runners because quick spinning for them is a little bit more difficult, and the one cycle is near impossible. こいつは何か悪いことしたのって言われてますけど、本来は何か悪いことしてます。今回、ことごとくスキップしたんでね。まあ一応ムービースキップしただけで、まず最初の村襲撃してきたのがあいつですね。で、本来の初戦は、イベントごと丸々スキップしてて、2戦目は馬車護衛の時に落ちたんで勝手に死んでたということでスキップされてますね。Because of that, it's actually faster to cross this room as Wolf Link instead of Human Link. In the original game, it's faster to cross as Human Link just because the time it takes to transform. で、まあちょっと砂に埋もれてしまう場所なんですけど、実は狼のアタックを繰り返せば問題なしという感じですね。Kind of B attack across the sand, which the game allows you to do. Jim's gonna purposely roll up the stairs here because it's actually not considered a slope like the center of the ramp there. It's a lot faster. When I say a lot faster, I mean like 10 frames faster? Something like that, yeah. I'm going to need the lantern to light 2 torches in this next room. Very difficult puzzle. I guess it being dark is kind of more of the puzzle in this case. で、さて、ここでね、まあ、このダンジョンがね、結構だるいところでして、ここでね、まあ、奥にポーが3匹見えると思うんですけど、1、2、3、3ですね。3だな。3ですね。間違いなく3匹です。ここのね、まあこれ、時のオカリナの森の新年のパロディというのがおかしいけど、似たような感じで、このポー4匹を捕まえないと、まあ、この門が開かないと。この門がね、すり抜けられたらという、まあ、RTA 奏者の悲願なんですけど、なかなか見つかりませんね。で、まあ、4ね、3匹しかいないんで、まあ、左にしましょう。で、ここで、ブーメランジャンプを使って、柱に向かいまして、ここを、持ってジャンプしたかったけどできない。ここだいぶ簡単になったんですよね。ここ実は昔はめちゃくちゃ難しかったんですけど、実は簡単にできたっていう技なんですけど、登ってアタックしたいけど出ない。アタックしない、ジャンプしたいけど出ない。ひょっとするとこれもあれかな、HD 版でスティックの水がないんで難しいとかあるかもしれませんが、できましたね。はい、これで、このジャンプしたおかげで、最初のポーがスキップできますと。本来は最初のポーを倒して、その匂いを使って、3匹を探しに行くっていう感じなんですけど、先にね、別のポーを倒して、匂い取ってしまえば1匹目は必要ないって感じですね。そう、4匹集めないと門が開かないっていう設定のはずなんですけど、なぜかフラグのチェックは3匹しかされないっていう。
Getting the rolls to correctly space out there to roll across the sand is a little tricky. I don't think I've ever gotten that そう movement. さっきのジャンプなんですけど、昔のやり方はそのバック中で登ってからジャンプだったのかな。ただそっちのやり方は本当にシビアで、ゲームキューブ版でも一発成功したらスケーってなるところだったんですけど、まあ今の方法が見つかって、で、そう、前のやり方だとマジで H2 は無理ゲーだったんですよ、溝がないせいで。ただ今回のやり方が見つかったおかげで、まあ、H2 版でもできるようになったって感じですね。で、このポーはね、実は結構パターンがありますね。で、そのパターンがリンクの位置によって変わるんですよね。まあ、それで、敵がくるくる回る時間が変わるっていうのがあって、で、ただ4箇所どれに本物が来るかはランダムなので、まあ、4パターン速くなる動きを覚えるっていうことをやってますね。適当にやっちゃうとね、なかなか攻撃始めてくれなくて。ここでポーの匂いをゲットと。Forgetting the scent. Yeah. Because then you're like, well, I did post skip and I lost time. Okay. I think everybody's done that once. Oh, at least. Jim's going to push the block here exactly 4 times because any less. このブロックはまたここ後で通るんで、しっかり4回押さないと元の位置に戻っちゃうんで、押しますと。で、まあなんか前にいましたけど、あいつは無視されます。That would be a mess. Yeah. Once is enough, thank you. Thank you, arbiters. Yeah, this is the dig spot that we can't dig through unless we have the post sent. That was good. Nice movement. まあ、スティックの溝ない自体はね、別にそのゲーム側が溝ない仕様だったら、溝ないのを想定した仕様だったらよかったんですけど、やっぱトワプリってその元のを移植してるせいで、結構ね、少しずれるだけでずれちゃうんですよね。溝があればそれで良かった仕様を水なしのコントローラーに移植したせいで結構厄介なことになってますね。ブレイス・オブ・ザ・ワイルドとかではあんまり溝ないの気にならなかったんですけど、やっぱりハードの違いっていうのが出てきますね。The worst is when the pole clips into the wall. You sit there and cry softly to yourself. ちょっと苦戦して大丈夫か。Nice. Okay. Yeah, so like sometimes what can happen is like you'll knock down the Poe, but then as you try to EU は自信を使えないですね。よく勘違いされるやつですけど、スマブラのね、Wii U ゲームキューブコンを Wii U につなぐっていうやつはスマブラにしか使えないんで。Yeah, there's sand everywhere. I mean, they need to clean it up really. まあ仮に使えたとしてもボタンが足りないんですよ。They gotta dust these rooms, man. Yeah, Jim is making this place look a lot easier than it is. But that's just what Jim does. そう、スティックの押し込みもないし、あと LR がね、2つずつあるところがゲームキューブでは LR と Z しかないんでね。Wolflink will stop pushing the walls, but the walls will keep moving anyway, so it's like a little bit of an animation. 針だけ取ったら左側にまた戻ってくると。今回はその先に左側行っちゃったんで、これを使って逆走した方が速くなります。今度もね、また反対側にあるはずの情報を当ててしまうみたいなことをしてしまうんですけど。The reason we needed a small key, like right before we killed the previous Redead, was because we're going to be using a small key here. この扉が情報こっちからでは見えないですけど、多分針使ってますけど、そうですね。反対側でも問題なし。Because it is faster to get to the third Poe this way instead of going through the normal route after the second Poe. で、ここも部屋ね、反対側、この部屋実は普通にやるとね、マジで難しい部屋なんですけど、通常プレイで苦戦した覚えがある人は多分いっぱいいると思うんですけど、まあ実は反対側から行くと、全く気づかれないと。あ、今回は見つかっちゃったね。大丈夫か、これは。本当にギムドって、まあ、前から行くとダメなんですけど、後ろ側はね、全然視界判定ないんで、本当にぴったりくっついても見つからないレベルで、後ろから行くとめっちゃ簡単になります。というわけで、はい、全部のね、こう、使われましたと。そうですね。はい。
よし。No, seriously. I mean, it's an accurate name. What do you call the bubbles Very then? descriptive. I call the baubles baubles. But they're I also actually know the skulls. name. I just make こ if ん I な don't 感 know じ the で name, ね、 I てか just そも make そ them も up. なんでか知らんけど、ポー関係のムービーってムービースキップしかないんですよね、全部。その門が閉じる時のムービーもそうだったし、ポーを捕まえた時のムービーもなぜかムービースキップができない。ここもそうですね。 Seems good. Go on. という感じで、ちょっと RTA 長さな感じのダンジョンなんですよ We ね。 do that with the 本 the 当に mirror この shark 扉 as さえ well. 抜けられれ You ば。 only get 1 and 4. よし。同じ部屋に4つ、そう。同 Well, じ部屋に you 4 do つ揃って actually る have ね to。get 2, 3, and 4. これでも全部揃っ It たな。 does check for all 3 of those. Yes, yes. But the mirror, I was just saying the mirror check is another one of those. Yep, seems good. Yeah. で、この後ね、ちょっとガバガバな Alright, so ダン we're ジョン gonna 設 be 定 doing が出 the てくるん second ですけど、 half こ of こ the ね、 dungeon here a little bit ここ、普 backwards. 通に、 Boy, another 普通に blue 逆 game. 走し Hey, て that、was good RNG if we needed it. はい、いきなりボスカリが取れますと。はい。 No, that blue ruby's まあ、 actually 一応右が柱を過ぎてきた感じに見えましたけど、別に過ぎてなくても一応いけます。なんなら人間リンクだけでも頑張ればいけます。っていう感じで、いきなりボスカリから取って、まあ、逆走していくと。That little like area right there does not do a very good job of like protecting the boss key from sequence breaking. I mean, if you didn't do the clip, it does, but speedrunning. Yeah, just like Snow Peak, we're kind of 本 doing 来 this は a ね、 little ここは bit ね、 backwards here. スピナーって Big 今、 elevator room 本 and 来なら持って all る the アイテム、 the まあ mess 今 that から goes 取りに along 行くん with ですけ it. ど、それを使ってね、ちょっと楽しいアトラクションがあるんですけど、残念ながら I'm ね、こ not いつ sure は全 if 部ス it キッ was プされ mentioned ます after Jim did pull 1 skip, but the Stalfos that are in here, actually you need bombs to kill, but the ball and chain kind of acts as bombs. I'm not sure what's happening there, 本 but 来 you はこ can の kill ス them タ with ル the フォ ball ス and を chain 倒 as すの well as に bombs. So 爆弾が before, ね、欲しいんですけ when ど、 early ま Snow あ、 Peak ゴ wasn't in ー the ラン route, ドチェンジ you が would なかった。actually need to get bombs before you did arbiters. チェーンハン Otherwise, マ you ー couldn't pull those guys. Like, チェーン you ハン couldn't マーがあ open る the ん gate で or、you couldn't open それ the で問 door. 題なしと。It was a necessary thing to get. 今来た人がいるかもしれないんで言っとくと、ボールチェインは英語名ですね。英語版ではボールチェインっていうちょっとダサい名前になってます。Good movement. Jump slash this final one. なんで And しょう now ね it is 英 time 語 for the Death Sword fight. 向こうの人にとってはチェーンハンマーって名前はちょっとおかしいんですかね。わからない Unlike ですけど the other top runners of this game, there is a skip you can do here called the Death Sword skip. It's a very precise trick さ to て、 do in only 中ボ takes ス about の、 16 seconds, but ゴベラの I 剣 never か。 learned it, so I 英 unfortunately 語はデス even ソー like ドって名 YOLO 前になっ it て and ま I すね。 would not make it. So we'll be fighting the Death Sword こいつ normal. スキップする方一応あるんですけど、多分やらないと思うな。やるのかな。 So after doing the スキップ bites する of 方っていうか、まあ、 Wolfling, 2段階目 trying を to スキッ humanly プする方法があるん agitate ですけ the ど、 Death Sword with the claw shot, so he starts flying around. If you Yeah, can nice. agitate him, I Tower. wouldn't poke the sleeping bear. Look at that guy. He looks like a ただ、 mess. 当たんなかった。 Too マジ high, I guess. 今の当たんないの Well, 今の当たんないのちょ okay. っとやられちゃいましたが、こいつはね、剣を素振りするだけでもひるむという謎の仕様がありまして、これで通常リリを何度も、4段目を出さなければね、通常リリしてるだけで終わります。はい、これ本当にね、当てなくても、適当なところで素振りしてるだけで There's も a ね、 lot of bass ず in っと that ひるんで tree. るんで。Before disintegrating into the birds. Those are definitely not birds. Yeah. Death Sword is They're all like- about that base. They're like なんで bats そう or いう仕様になって moths る or かちょっとわかん something. ないですけど。Yeah, they're probably bad. All your birds. base 今のはね、 just 本当は belong to him. Also, I don't ぐる know っと why 部屋を回ってるところを回転切りぶち当てて、ハンマーでボコボコにするみたいなことが It's でき not たんで any すけど、 slower. ちょっとミスっちゃいましたね。 You just wanted to be the wolfy good boy for a little bit there. I で get it.、この I did. スピナーですね。あれスピナーはスピナーか。くそ。日本語名がわからない。 We're going to be save ということ warping. で、セーブリセットで戻り Not ます。 doing the manual. No, don't open the manual. Don't do We're it. gonna be save warping out of here. Once again, using the Wolflink amiibo to quick load my first file. Yay. The Wolflink Yeah, amiibo like, surprisingly looks really で、ま good. た、 Like the ウ model ルフィン gun. グアミーボ Yeah. で、 Yeah. クイックスタートですね。 Yeah. Equip the spinner. Now we can just kind of use the spinner to get across these sand pits. Don't worry ス too ピナーを much. 使うとちょっと早いです。 Yeah, the thing with the manual we were just talking about was like the manual location あ、で、 on こ the れ menu is ね、 in ちょっ like と、 just the correct position so あ that、if ス you ピナー try 関係は to ね、 save HP は厄 warp 介 like な a ので、 little too 2 fast, つ you は might 厄介な仕様 accidentally 2つあるん open です up け the ど、あ、ちなみに manual. さっきの方はね、ちょっと無視されたので、い Yeah, じけ the て manual takes 部屋の forever to 隅で load 体 and 育 get 座 out りして of. してま It's す a。bit of an issue. はい。で、スピナーはね、HD 版はね、なんかスピナー使った後にね、リンクがね、無を取得するんですよね。
ちょっとよく見てるとね、スピナー使った後とかにね、なんか手に持ってるようなモーションすると思うんですね。あとなんかしまったりするモーションが出たりするんですけど、なんか HD 版のバグ、小さなバグっぽいバグで、なんか物を持ってる反対なんですね。で、あとね、これね、めっちゃ厄介なのが、この A ボタンが降りるで、Y ボタンが今ジャンプになってますけど、これね、ゲーム中版逆なんですよね。これマジやめてくれって感じの先行なんですね。まあ、ゲーム中版に慣れた人は、間違えてボタンを押すってやりますね。なんとかな、なんかそもそも Wii 版とゲームキューブ版で逆なんだったかな。なんか Wii 版はちょっとボタンのがね、リモコンが特殊な関係で確かボタンが反転してるんだったかな。なんかそんな感じだった気がする。まあそれを持ってきたのか、その仕様を持ってきたせいなのか、ちょっとボタンの配置が反転しちゃってる。風タク HD でも似たようなあったんだよな。プロックをするのやったが、なんだったかな。なんかボタンの配置が逆になってややこしいみたいなのあったの。で、ボス戦のハーラジガンとか、英語名はスタルロードとか。まあ、こいつは中央の骨をね、粉砕していくんですけど、ただ敵のね、数がどんどん増えていくんですよね。3段階目はなかなか厄介で、中央に、根元にね、絶対バリケード貼られちゃうんで、うまいこと奥に行って反転してきて攻撃するっていう形にするとうまくいきます。普通にゴリ押そうとするとめちゃめちゃ難しいやつですね。This is a great fight casually, but the speed run, it's just there's so much going on and so much you gotta do. こいつは何か悪いことしたの？こいつね、ザントがね、ザントってやつがいたんですけど、ムービースキップしたせいで見えなかったけど、ザントってやつが、まあ、なんか、大昔の、なんか、やつを復活させたみたいな感じなんですけど、別にこいつ何も悪いことしてない。そう、これもね、出口の門に入りさえすればね、別にこいつ倒す必要全くないんですよ。ちなみに多数技になるんですけど、これ門すり抜ける方法一応あります。クローショットのちょっとね、難しいバグ技を使って敵を門の近くまで引き寄せてきてで、ここでね、ちょっとタイミングうまく調整すると、ドンと、はい、で落ちてきます。あ、死んだ。死んだ。まだ死んでないですね。もう死んでるみたいなもんですね。はい、回転がね、3ヒットもしちゃうんでね、はい、終わりました。お疲れ様です。今のは、ちょっとね、うまいことタイミング調整して、炎を撃ってくるタイミングで、まあ、突っ込むと、ちょっとその炎を撃ったせいで、ちょっと出遅れたところにいきなりバンと当ててしまうことができると。ちょっとね、かなりダサい感じなんです。BGM もね、急に変わるんでね。当たっちゃったんだよね。BGM が急に変わっちゃうんで。I mean, after seeing the things Link's seen, I don't know if that would make him flinch. He's seen some stuff. So I'm not going to get this heart container. I'll instead get the one that's sitting in the sky. あのBGM は64のやつですね。時のオカリナのマルバチアンか。一応キングのドンゴも一緒か。で砂漠の訴求状をクリアと。Okay, awesome. We have, just wanted to let you know there was a $100 donation earlier from Canthia who was donating for that incredible mailman impression. 今ストーリーの目的が、ここはなんだっけ、カリルの鏡を探しに来るのか。ザントを倒すためにちょっとカリルの鏡っていうのが欲しくて、でそれがあるはずのこの砂漠の処刑場に来たって感じだったかな。
ただまあ残念ながらその限りの鏡っていうのがバラバラになってのがここで見つかるはずで、そうね、ここで見つかってでまあそのバラバラになったのが世界中に散らばってるんでそれを探しに行くっていう形のストーリーですね。そうか、これ起動しないといけないのか。ゲームキュー版はスキップできるんですけど、多分 HD 版は仕様変更されててワープができないのかな。どうなんだろう。それかフラグ立てなきゃいけないのかどっちかわかんないけど。ゲームキュー版の場合はね、今のところでワープで逃げようとすると、まだ仮の鏡見つけてないぞって言われてワープできないんですけど、実際はマップ画面拡大してからワープのボタンを押すと強制的にワープできちゃうみたいな初歩的なバグがあって、それで後回しにしちゃったんですけど、それがひょっとすると修正されてんのかな。ちょっとそこまでは確認してない。で、この後ね、砂漠の後は時の神殿と雪山の廃墟のダンジョンがあるんですけど、まあ、天空都市行きましょうか。はい。で、はい、進みましたね。まあ、実は、今のでね、今の石像をすり抜けただけで1時間ぐらい短縮してます。まあ本来は、どっちが先だったかな。雪山行って、時の神殿行って、天空都市なんですけど、まあ、ここをね、行っちゃえば大丈夫です。大砲を見つけさえすれば大丈夫です。ちょっとさっきからさすがに神々になってきたけど大丈夫かな。で、まあ300ルピー集まってるんで、これで修理できますと。まあ、地味にね、これ、財布の量拡張されてますね。元は300、1000、あれ ?300、500、1000か。覚えてね。まあ、ちょっと財布の量が拡張されてます。ちなみに、その HD では、アミーボを使わないと入れないダンジョンをクリアすると、9999ルピーまで入る新しい財布が手に入りますね。A speedrunner by the name of Venick just tried doing it with mid to transform. Was like, "What are you talking about, guys? Like this still works perfectly fine." ちなみにね、さっきの石像をすり抜きはね、HD 発売した当時はね、修正されたと思われてたんですよね。ただ、まあ、実際はね、なんか判定がちょっと変わったせいで難しくなってただけで、しかも、実はその後、僕は見つけたんですけど、ジャンプアタックをすれば簡単になるで、HD 版はさっき言った通り、最初に言った通り、ボタンを押しっぱなしにすれば最速入力になるんで、それを利用して最速でジャンプアタックを出してしまえば、割と楽にできるってことが分かった。最初はね、結構難しくて、みんな苦戦してたんですよ。これ、ボタンを押しっぱにすればええやんって。ただ、ダッシュの方はボタン押しっぱじゃ最速で出ないんですよね。なんで、ダッシュじゃなくてジャンプアタックをすれば簡単になるっていうのが見つかりました。まあ1時間ぐらいだ。下手するともっとだな。なんでそんなに短縮するかっていうと、まあ単純に時の神殿をこれ丸々スキップしてるのに加えて、時の神殿クリアした後ってめちゃくちゃ長いイベントあるんですよ。各地の石像を回る。コピーロッドってアイテムはそれもスキップしてるんですけど、コピーロッドってアイテム使って、世界中を回るようなイベントあるんですけど、それも丸々スキップしてめちゃくちゃ楽しくなります。あ、そろそろ。そうですね。旋回してですね。その前にもちょっと面白い技が。ここはね、ちょっとブーメランの聖地ですね。そこら辺に穴が開いてるんで、ブーメランジャンプを使い時なんですね。で、ここで狼に変身します。なんでかっていうとね、ここにね、ちょっとね、判定があるんですよ。今ね、判定飛び越しました。扉の前に実はこの部屋のファンを動かすっていうね、判定があって、ただ、狼状態って胴体長いじゃないですか。そのおかげで、その判定を踏まずに扉を開けることができてしまうと。ということで、本来は、絶対に踏んでしまう判定を飛び越えて、部屋に入ってしまうということで、そのファンを動かさないまま
入っちゃうことで、後でショートカットができます。ショートカットってめちゃくちゃ速くなります。ボス狩りを取りに行くのにぐるっとオーバーリーしてこなきゃいけないところをいきなり下から入ることができちゃうので、めっちゃ楽しくなります。And LJA right across the gap there because これも見つけたいなって感じです。climbing up is very slow. Yeah, as much as the sped up like climb speed is nice, it's still kind of slow to do that. そのバグがトアプリ HD 発売前での最新のバグ技だったかな。だからこれは HD でも修正されてないだろうなって思ってますけど、やっぱり修正されてませんでしたね。And then once we go back out to the bridge again, we're going to be doing the Argarok cutscene skip, which hopefully will go well. Normally there's this cutscene where Argarok tries to come down here and break the bridge. 実は、今の仮の宝箱を開けたときに、セーブリセットのリスポーン地点があの仮の宝箱の前になってます。まあこれは実はっていうか、ここで本当はね、この橋が壊されるってイベントが発生するんですけど、まあ、それをセーブリセットで回避しないための仕様なんですけど、はい、今ね、うまくジャンプして飛び込みました。ということで、その橋が壊れるイベントを見たら、またセーブリセットの判定が入り口に戻るんですけど、まあ、それをスキップしたおかげで、次セーブリセットしたらまた仮のところに戻ると。しかもそれがね、RT 的には早いということで、まあ、2度美味しいみたいなスキップですね。ちなみに今の橋壊れるイベントをスキップしたのは、まあ、今回は右側の塀をよじ登っていきましたけど、まあ、風のタイミングによってね、ちょっと変わるんで、風のタイミングがね、確か乱数なんですよね。それによっては、上の P ハットじゃねえや、なんだっけ、P ハットじゃねえんで、英語は P ハットなんだけどね、なので、日本語は確かテラプロのみだって、まあ、上に浮いてるやつにクローショットで捕まって、そこからジャンプリーするっていうのでもスキップできます。で、さあ、そろそろ伏線回収ですね。だいぶ前に言いましたけど、固定の神殿のね、門をロードすると、こっちの門が消えます。これですね、前にある、ここ本来は開いてます。ここの門が消えてて、これで、はい、いきなり中ボス戦に迎えられると。地面に HD1 はジャンプリーが壁に当たらないっていう謎仕様があるんで、一番下に行きましたと。ということで、これで地面に多分2、3分短縮になってますね。3分はないか。2分ぐらいかな。すり抜けでもない。すり抜ける壁はない。で、ここはさすがにやんないよね。ここのボス戦スキップする方、挑戦するのか？できるのか？ジャイロで、ダメだダメだった。だと思った。いや、これね、まっすぐ、ちょっと横にずれるとね、引っかかりはするんですけど、残念ながらね、あえてあそこに引っかかっちゃうんですよね。クローショットは引っかかったけど、リングが引っかかっちゃった。これね、HD1 でやるのはかなり無理ゲーです。むしろ今のよくあそこ引っかかってたなっていう。まあ HD 版だと溝がないし、まあ、ジャイロもあるしで、まあ無理ですよねって感じですね。でこれ今ね、まあなんか氷ガードされてるように見えるんですけど、実はこれダメージ入ってます。これ、相手が攻撃してるときに縦でガードさせるとなぜかダメージが入るっていう、ちょっと変な仕様が設定ミスみたいなのがありまして、それを利用すると2段階目をスキップしていきなり倒せます。本来はね、HP 半分にすると、ちょっと2段階目入っちゃうんですけど、まあ、さっき言った仕様を使うと HP1 にして、で最後にとどめを刺せば、普通に防がれるのはダメなんですけど、その相手が降臨してるときに降臨したときだけ相手はダメージモーション入ってないけどダメージが入るっていう感じですね。ただ今のもね、実は運ゲーでして、敵の降臨が早いパターンと遅いパターンがあって、遅いパターンが来ないと全然できないんですよ。
Not just the beginning of the temple, in the water. でもかなり運が良かった方だと思います。で、これね、宝箱からジャンプにした方が少し早いです。で、本来はね、このダブルクローショットを取った後って、この下行って、でクローショットをね、ガンガン使っていって、で、中央の塔の上に向かうんですけど、さっき言ったように、ファンが、本来起動するはずのファンがもうすでに、起動するはずのファンが起動してないので、下から入ることができてしまう。これも見つかる前はね、どうにかしてくるくる回ってるファンをどうにかしてすり抜けられないかっていうのは結構ね、みんなやってたんですけど、まさかファンを止めるなんて発想にはならなかったですよね。止めるというか、動かさないというか、はい、本来ここファン動いてます。Alright, so because we skipped opening, or not skipped opening, skipped turning on the fan earlier, we can just kind of get up here to the area where the boss key is and do a precise claw shot just like that, get around here, followed by a long jump attack that hopefully, not quite correct. これはさっきのダイナモスがついてくる？目悪いですね。来ちゃった。来ちゃった。ダイナホスうまく倒すのはね、なかなか。ダイナホスは、正面向いてるとガードされちゃうんで、わざと横向いて攻撃する。でそれで一回ひるませてしまえば、あとは殴り続けられるってことですね。覗いてくなってきた。ちょっと、641がちょっと右すぎるかな。さっき言ったように、ブーメランの真下に高い地面判定がないとダメなんで、ちょっと扉の上のね、白い部分の真上にブーメランが来るように調整したいんですけど。成功しましたね。しましたね。ちなみにね、この今いるアルマジロみたいな敵、こいつがね、壺に触れるとね、壺がリンクの位置までテレポートしますっていう謎のバグあるんですけど、これはさすがに HD 版で修正されるといいだろうと思ったら修正されてませんでした。たまにね、RTH でもね、いきなり壺がテレポートしてるんで、なんだこれだと思ってたんですよ。So I kind of flicked the gamepad up there like really aggressively because if I do a backflip and then で、ここね、なかなかスタイリッシュなことをしますよ。本来は、スイッチ起動してこのファンがくるくる回ってるところをクローショットで渡っていくんですけど、ブーメランがあればね、そんなことしなくていいと。はい、かっこいいですね。動かすギミックが無視ですね。That is tough to do with motion controls on. I will attest to that. Especially with nerves, it's really rough. Yeah, those targets on the fan there, the side-to-side ear-piercing こ targets. こら辺はあれですね、ジャイロの強さが出ますね。ここは結構、ゲームキューブ版だと、サイクルに間に合わせるのがすごいシビアなところがあったりするんですけど、HD だと結構やりやすいんじゃないでしょうかと思ったけどね、これ、確か HD 版だと周期が微妙にずれてるんですよね、ゲームキューブ版と。そもそもファンの動きがどうやら HD 版で遅くなってるらしいですね。ちょっと難しかったから緩和したのかな。RTS 奏者にとっては嫌がらせですね。ただここは引っ掛けてジャイロを使って素早く置いてましたね。今のは結構急がないと間に合いません。Equip the iron boots while I'm up here so that when I claw shot this next target and then fall down, I'll just instantly というわけでなんだかんだもうボス戦ですね。しまった。めっちゃ大事なことを俺説明しなかったんですけど、ですね、そもそもなんで2つ目のダンジョンをスキップできたって話を全くしなかったな俺。このゲームね、最後の1つを入手すれば全部入手したことになります。はい、というわけで、最初の3つのダンジョンは狩りの結晶石を3つ集めるっていうストーリーだったんですけど、3つ目である固定の神殿をクリアすれば全部集まったと。で、こちらもですね、狩りの鏡も4つに分かれてるんですけど、このね、最後の1つである、天空都市をクリアすれば全部集まったと。めでたしめでたしということで。マジか。
forces Argarok into not doing his strafing fire runs, and he'll just head to the center and be able to grab で、it まあ away. 今、ね、地味にね、スライドしてましたけど、まあ、実はタスとかだとあのスライドを使うと速かったりするところがあるんですか、あるらしいんですよ。で、この、ナルドプレイヤー。まあ、ここ本当はね、逃げられちゃうんですけど、すぐにクローショットで柱に捕まることで、逃げられる前にクローショットを当てることができますということで、連続で攻撃できますと。まあ、てか、なんだろう、別に全部集めたっていう、なんだろう、チェックは全くされてなくて、まあ、単純に最後であるはずのダンジョンクリアすればそのままストーリーが進むみたいな形になったのかな。まあ普通はそれで大丈夫だからね。そうですね。もともとは順番に通りますもんね。ちなみにナルドブレアって言いますけど、英語版ではアーゴロックって名前になってますね。カーゴロック、K を取ったらアーゴロックみたいな。ちっちゃい鳥、普通の通常の敵の鳥、通常の鳥の敵の方がカーゴロックなんですけど、それから K を取るとアーゴロックっていうこいつになると、なんかちょっと名前が弱そうな感じになってます。こっちはナルドブレアっていうかっこいい名前になってますね。で、はい、飛び降ります。これ飛び降りた方が早いです。というのも、最初強制的に普通は逃げられるんですけど、まあ一回落下してリセットしてやると逃げられずに早めに攻撃できるという感じですね。For sure. You want to jack? Or maybe not, because. もうちょっと小技があって本来はね、炎があっと、ちょっとミスったね。ちょっとミスっちゃいましたね。ちょっと最初のあれだね、柱に捕まるのが遅れたせいで、ちょっと炎が剥かれてしまいましたね。ただここちょっと小技がありまして、ただ使わないのかな、一回ミスっちゃったから。ですね。この炎をキャンセルさせる小技がありまして、うまいことアイアンブーツで、高さを調整してやると、高さ下に行くと炎をキャンセルさせることができるっていう技があるんですけど、まあ、ちょっとちゃんとタイミング調整しないと効率できなくなっちゃうんで、ちょっと今は使わなかったという感じですね。こういう細かいエイムはジャイロがちょっと難しいところですね。で、今度は多分使うんじゃないでしょうか。で、これで下に降りてってタイミングよくやると炎がキャンセルされると。これでちょっと早くなります。ただ下に行き過ぎちゃうとね、こっちも振り向いちゃうんで、効率できなくなっちゃいますね。Flame 3 is a little bit different. Jim's gonna put his iron boots on underneath the pillar to climb the pillars and then take them off at the top. Wait for the roar. He's gonna claw 3 P hats, 4 to the left. Wait, it's just, it's a little bit tedious, but I wouldn't say it's super difficult. ここね、なんかね、HD 版でね、おかしくなった仕様がありまして、こういう上にぶら下がってクローショットを使うっていう場面だと、なんかね、ここはまだ大丈夫なのかな。あとで3段階目はちょっとパターン変わります。相手がフェイント、危な。フェイントかけて反対に振り向くんですけど、それもうまくキャンセルさせてやると、こんな感じで。すごい攻撃できます。これでとどめさせて終わりと。なんか悪いことしたの。本来だとね、なんか橋壊したりして邪魔してきたんですけど、今回スキップしましたからね。何もしてないですね、マジで。一応、仮の鏡を奪っていたっていうことですね。まあ、はい。一応、背中についてるのが仮の鏡のはずです。はい。Sure thing. We have a $25 donation from Organized Chaos. で、なんだっけ、さっきのあれか、P ハットとか、クローショット、ダブルクローショット使って上にぶら下がりながらクローショットを打つっていう場面の時に、なんかね、主観視点入る時が、の仕様が変になってて、なんだろうな。捕まってる状態でターンしても、主観視点に入ると元の位置に戻る、一瞬で戻るみたいな。
なんか変な仕様が増えてて、これも設定ミスだと思うんですけど、ハイリアじゃねえや、あとハイラル城の、シャンデリアの操作の時もね、なんかそれが邪魔になるんですよね。で、ハートの器取りましたね。この後が結構ダメージ食らうんで。I think that's a great challenge for you all. I'm just saying. I think it's a good one. Yeah, it should be about 40 minutes from here to the end. Okay. この大砲入って本来だとその水に入っちゃうんですけど、ここでアイアンブーツ履きまして、ですぐにジャンプリリーをすると水に入らなくて済むと。ただまあ痛いと。あ、ただ落下ダメージ減ってるのこれ。そっか、HD になって結構落下ダメージが変わったりしてるんだね。確か、ゲームキューブ版だとここに2ダメージくらうんですけど、今2分の1しかなかったことないそんな変更があったのか。なるほど、ね。だから結構余裕ありますね、今回。他にもあれだね、溶岩に落ちるダメージとか、確か、ゲームキューブは2ダメージで、しかもゾーラの服をつけていると10倍ダメージ。ゾーラの服着てるときって炎と氷のダメージ10倍ダメージなんですよね。で、ゾーラの服着た状態で溶岩に落ちちゃうと20ダメージでリンクが死ぬっていう感じなんですけど、HD 版では2分の1になってるな、確か。だからゾーラの服着てても一応即死ではないけど、0.5 の10倍なんで5ダメージでgo towards the Xanthead with a full dash and then the attack, you kind of hit him twice in the air and then you're able to just mid-net charge and get rid of him real easy. で、最後から2番目のダンジョン、影の宮殿ですね。まあ、ちゃんとね、限りの鏡は全部集めた。そうですね、全部集めましたね。終わりよければ全てしてたね。というわけで、まあ、ここのダンジョンがね、結構だるいとこですね。結構 RTA 泣かせな感じのダンジョンですね。このダンジョンね、なんかね、鍵かかった扉の前にね、鍵入った宝箱を出すんですよね。それそのまま開ければよくないみたいな。Yeah, if the Xanthead is farther forward, you can't quite make it back to the chest here before it spawns in. I think I still have to be a little far or a little closer to it. 今の敵がザントアイってやつですけど、まあ、ちょっとね、今のはどうやってやってたんですか、まあ、ちょっとうまくミドナのアタックを使うと早く倒せるみたいなのがありますね。ここは宝箱が上からジャンプにするとちょっと早いです。We can make our way to the first Phantom Xant fight. で、中ボス、まあ同じの2体いますけど、ファントムザントですね。こいつがヘッドホンしてるから大丈夫かな。これ音聞けるかどうか結構重要で、スキャン位置がランダムなんで、音で場所を判断するみたいな。今回は画面で映ってますね。こいつが回転に使うんだ。あ、ミスったですね。本当は回転切り2回で止めたかったんですけど、ちょっと間違えましたね。わざと、氷止めることで、ちょっとテレポートをいっぱいしてくるモードにならないようにするみたいな感じですね。一回目いっぱい氷しちゃうと、なんかテレポートを連続するモードに入っちゃうんで、わざと氷止めることで、まあそれに入らないようにして、早くやるって感じですね。スフィアマスターかな確か。ああ、出てきましたね。まあ、みんなのトラウマみたいに言われますけど、RT 的にはなんかマスコットみたいな。ああ、確かに。As a kid, that hand was anxiety inducing, but now he's kind of a pushover. You can pretty easily claw shot the Saul back from the hand if he gets it, which is really nice. So, I mean, it's really hard to like mess this up, honestly. You can also claw shot the hand to stun him for a little bit too.
Yeah, that's true. I think you have to hit him 3 times or something like that. 一応穴は真ん中へこんでるんで、ちょっとずれてても入ってくれます。Oh, we got them to not spawn. Cool. That was weird. I've never seen them not spawn. Yeah, for some reason the enemies that normally fall down there on the top platform, I guess maybe if you like move ちなみに weirdly, 今、実は雑魚敵が降ってくるところをスキップしてたんですけど、まあ、avoid these little ruts right here. We make our way out first stall. クローショットを使うときに地味なスライドを使うと敵が出てこなくなるとかあるんだったかな。Just using a long jump attack. That's pretty simple. ああ、ちょっ But と the 喋れな game くな does ってき check た。 for や both ばい。 stalls. It's not like the pose in Arbiter's Grounds where it assumes that if you got like the last few of them, or in this case the last one, that you must have gotten the first one. So we do have to collect this one. And intentionally be standing on the platform here because this will give me extra height to long jump attack right away. Nice. というわけで、まあ、足場が起動したんでね、向こう側に渡れるようになったんですけど、そんなものはいらないんですよね。When it goes well, this as stupid room. Yeah. When it goes well, it looks very smooth and effortless, but when it goes wrong, ooh, ooh. Alright, so there's gonna be a Zant head that spawns between the platforms here at the end that are going ここはわざと待 away from っ each て、 other. Okay, it's spawned at the end. ち So ょっ that's と nice. 足場の動き調整しますね。すぐに行っちゃうと Platforms ね、 real quick. 残党愛の出現地によっては逃げられちゃうん That was で、 perfect. わざと待つこと So で thankfully I got helped by 一 the 番 spawn 奥に入れても location 今 there. みたいに It's very 倒せるよ awkward う to にする try って感 and じです。 defeat the Zant head as fast as possible if the head spawns In like the in the middle. middle of the platforms. So that was nice. Yeah, that was really nice. That is an example of that room going good. You don't want to see it go bad. Yeah, で、 because こ if れ you 確 fall かに down 残 there, 党 you 愛 have が to go 3 all the 体 way 出 back to the 現する beginning。 あれ claw それ shutters ともうあったっけ way onto the まだ very ね。 first platform to then go to the next ones. Pretty こ annoying. こだよね、確か。 Here we got some パ shadow リの beasts. 死者倒した後に向こう側に1匹出て次3匹出てくる。ここ We're ス gonna タイリッ make シ a ュに倒 charge せる this はず Zant です。 head and hit him twice during the ここで2ヒットしてさらに charge 3 attack 匹 animation. 出 Then we're て gonna く come るん back です here けど、 and これをうまい get こと all や these Zant る heads と and go mid to charge, which makes こん it な感じ very で fast to be う able まい to こと hit 三 that. 角形にね、2ヒットさせるうまいさせることができます。ここかっこいいです Make ね。 sure we claw shot onto the top of this target right here. With the being at the top of this target gives us the extra little distance that we need to get the farthest one that we can get over here on the ceiling. The things we do for small keys. Yeah, this dungeon is like what, 8 small keys? There's a lot. Yeah. This is the And do second it. hardest LJA in the run right here. Saves the least amount of いき time. ましたね。今の LGA はちょっと難しいやつだったん Other ですけ than ど、 like あ、てかそこも説明しなかったな。そのLGA、ロングジャンプアタックのブーメランジャンプの条件が、ブーメランの下に地面がない時も発動するって言ったんですけど、まあ、要するにブーメランが壁の中に入った時にもその判定になるんですよね。壁の中って地面ないんで、なので、まあ、うまいこと、基本的にブーメランって右に、戻っていく時に右に曲がるんで、まあ、右側に壁がある状態で、でブーメランが壁の中に入ったところでジャンプリレーをすると、まあ、うまいこと発動してくれるって感じですね。We have to be careful that we don't do a roll stab because a roll stab will mess up the attack pattern. With Phantom Zant. That was a perfect fight though. というわけで、サクッと倒しましたけど。 Yeah, if you do a roll stab, he instantly starts warping away, which is really bad. 一応回転切りが最速ではあるんですけど、これ1秒ぐらいしか速くならないんで、確か。月回転切り回転切りと通常切り3発。回転切りを使うと3ターンで済むんですけど、ただ回転切り自体のモーションが長いんで、実は1秒ぐらいしか速くならないってことで、自分は回転切り使ってませんし、ね。Oh, it's really annoying. Yeah, like I don't know why that's a thing in this game. That wasn't a thing in the original game. The original game like works perfectly fine, but something in development made it worse, I guess. Something with porting in motion controls. Oh, well, that piece is dead. You got him. Got him, boys. ソルでキースが死にましたね。ナイスです。 Okay, a little bit of an awkward camera right there. Oh, Shadow Beast tried to
push the Saul out of the way. Sometimes he body blocks you too, and it's really annoying. I've seen him push the Saul completely out of the thing before, and the stairs go all the way back down. Yep. Yeah. で、ただここはね、結構怖いところですね。ここを落としちゃうとね、めっちゃドツボにはまるんでね。この下って実は坂になってて、どんどんね、ソルがあっちゃこっちゃいっちゃう仕組みってなってるんですよね。なんでここは絶対足場から落ちないように気をつけないと偉いようになります。How precise he's doing this, it can go wrong and it does go wrong. It just when you're good like Jim, it doesn't go wrong. というわけで、ソルが2つ集まって、マスターソード覚醒みたいな感じで、剣に光が宿ります。地味に今、ワンフレーム、ワンフレームっつっても HD 版では確実に成功するやつなんですけど、まあ、先にソルを慣れておくと短縮になるってやつですね。Thank you so much for your generosity. Very good. Thank you for that donation, Party Python. ここよく見ると右の狩りの死者が浮いてるんですよ。ドラえもんかな。 Next to greetings from Germany. All right. Now we shall continue on to the second half of Palace of Twilight. We're gonna use a quick spin here with what some people like to call the butter sword to make our way through the wall here. It's You can't get unfortunate. past で、まあ this この wall 剣が until you have 剣 the の狩 butter りで、 sword, なん unfortunately. か黒い It's 壁を unfortunate that the butter 消す sword ことがで doesn't きて奥 extend に into 進 the むこ real とがで world きるよう too. になりましたと。Only has the increased attack. この光ってる剣はまあ狩りの宮殿限定なんですけど、You can one-hit Shadow Beasts in Yeah, まあ the 狩り Shadow Beast の死者 specifically とかは一撃で倒せるようになりま this す。 sword. It just doesn't visually like sparkle in the real world, unfortunately.こ What? こで Oh, う dude, ま my く mind is なり入れるん blown. です I けど、 didn't こ know れ that. 結構難しい Well, で see, す you'd けど、 notice if you ran all dungeons. Oh yeah, okay, all dungeons. しましたね。 You guys in your all dungeons elitist. Oh. No, that's okay. I actually didn't know that. I thought it was just in the palace. That specifically is why I put Temple of Time after Palace of Twilight. All right. Because then the Shadow Beast fight is very あの slightly キースは確実にハード Yeah, 出す that ん makes で、 sense. まあ今回 HD 版は割と余裕ありそうですけど、 attack here. ゲーム級版では絶対にハートキャッチしたい The ところですね。 Xanheads to kill. Thankfully, they're all one shots. Because of the fact that we have the butter sword now. Unfortunately, I missed setting up that platform. 先にエレベーター起動してしとくってことができるん If で you すけど、 quick spin all of the orbs and then 一瞬でもね、エレベーターに乗った判定が出ちゃうとリセットされちゃうんで、光の玉みたいなのを起動してすぐに離れるってことをやると先に起動しておくことができるんですけど、今のはもう一回当てちゃったからリセットされちゃった。 this side of the platform to another LGA that is really risky but saves almost no time. Yeah, I don't go for this one. It's a little spicy. 使うんだ。このロングジャンプアタックはね、結構ミスりやすいんで、あんまりやらないですけど。 It works like 95% of the time. But that 5% of the time that it doesn't work is brutal. You feel really bad for failing it. That 5% of the time is when I cry myself to sleep. Alright, so The right terror here. side. Oh yeah, go ahead. 先にぶつかるけど、まあ別に順番どっちでも先でもいいんですけど、 where the claw shot target is up here. まあ一回回転切りで霧を晴らしてやって、あそこからクローショットを当てると。 Come get the boss key. まあ理論的には回転切りしない方が早いんですけ First room in ど all、of this. まあさすがに無理だよ Right ねって behind いう。 right wing first room. 結構シビアなんでね、地味に。見た目以上にシビアっす。 Thankfully, Link's fall damage was capped at a half heart in this game, regardless of how far you ここも fall. そっか、半分、2分の1しか食らわないんだ。いいな。 Potentially dying. In the い original や、 game, GM 級版だとここも1 2ダメージ食らうんで、さっきの2ダメージ倒して3ダメージ絶対食らうんですよね。で、さらにこの後わざと I can't be the 落ち only る one ん that's で、 tumbled まあ down. 4ダメージわざと食らうことにな And ると。 died. ハートがマジで足りないんですよね、ここ。ああ、だから、あそこでまあハート HD 版取ったの。は Exactly halfway HD 版は down the mountain. 緩和されてるんで結構楽そうですね。 more LJAs that are really risky こ and の save almost no time. LGA を使ったけど、今のところもね、HD 版だと楽なんですけど、 Kill the next Xanthead over here. ゲーム級版だと Intentionally 壁に弾 pull かれ down. て落ちるっていうのが This will 割とあ spawn る us んで、 back over here, so we don't あ have んまり to や get り the たくない platform back. ロングジャンプアタックでしたね。 If I'm fast enough, I should get that head before it disappears. I only have to worry about this one. Yay. And we have the last 3 heads right here. Before the small key finally reveals itself in this room. Oh, there it is. Mind if I step in real quick?
Sure. Because we have another $1,000 donation. All right, let's hear it. It's amazing. This is from Reaper Hulk 196, who says, "A Zelda run with Jim? This night is looking up." This is amazing. Keep it up, everyone. He's absolutely right. All right, now it's time for this room. This room. There's a platform cycle at the very top of ここ this でちょ room っと that ミドナ also に will 話 be しか able け to て、 hit. この後のね、足場のサイクルが結 The 構 reason シ I ビア called なん it で、 right ミ there ドナ is に so 話しか that けることで、ちょっとそれ the を platform 楽 cycle にする would ことがで stop きます。 moving, but the 周期をちょっとずらすみたい timing な for 感 those じかな。 shadow beasts that come down still stayed the same, so that I could get through that part as fast as possible. こう、So that'll make it a little easier LGO to hit the platform cycle at the top here, but we pretty much want to try going ここ as で fast as LGO を possible. 使わないと普通は間に合わないん Timing だ is けど、 super tight. あそこがね、ちょっとね、運ゲー入るんだよ Almost ね。 got hit there. I remember the Yeah, first time I 正 early 面 got, の or I 平た was い on 壁 early に platform, I got the 左右 trick, に made it to the ブー end, メ and ラン then ロック immediately を2 rolled 回 off し right to て、 the bottom. で、そのブーメランが壁を抜けたところで、 So if ロ you ンギ get ジャンプア early タック platform, you ってい save う like のができるん 15ですけど、 seconds それが over ね、ブーメラン the の normal 起源によっ cycle. ては失敗する Yeah, んです it's ね。 a good それを time やりた save. くないんで。 Yeah, but if you like go for it and miss the platform and you drop all the way down, obviously it loses more time. That was good. You got it. Very nice. Decent It is a spawn lot location. tougher than Jim made it look. Yet again, I know I'm saying that a lot today, but that one is particularly tough to get. $12,000ドルってマジ Last small key. ？$12,000円でも多いんじゃないでしょうか。Ooh, the spicy LJA. おお、今届くんだ。すげえ。 There's a lot of spicy LJs in this game, I guess. Well, Yeah. those are This is- particularly spicy because if you fall a long ways. Yeah, they're, that's they're true. particularly spicy in the Palace of Twilight. Now で we got ま a あ bunch こ of こは shadow 狩り beasts の that we 宮 have to 狩りの defeat. 宮殿じゃない They all 狩りの宮殿が降 spawn ってきたら like やべえぞ same time. 狩りの死者がいっぱい降ってきますけ Basically, ど once we get the previous ま one あこんなんで explode, 回 I'm 転 gonna 切り置い release とけば this いいんで quick spin that I have stored up here. So ち hopefully なみに we こ can のゲーム hold 回 on 転 to 切りの fall 判定 down が any すげえひ single どくて hit 上 stop. 方向にもかなり判定あるんですよね To save the frames. And also grab some でき nice たら死ん hearts で in る the process. 死体が降ってくみたいなもん Alright, ですね very good. Circle around a little bit. 回転が速い Wall 地味に disappears. これもね HD で回転速くなってまして回転っていうかリンクのターンするスピードが2倍速になってる Present. なんで同じことしてもあんなに速くは回転しませんね I I guess would say besides so. like the ending gauntlet. He is a big boy boss. まあ、ちなみにその関係でねまあ、これ足す技なんですけ Like ど 4.5 minutes, to- including the cutscene. 左上右上左上右上って1フレームごとターンする1フレームごと入力すると普通よりも速く走れます Yeah, リンクがね but he's a really fun boss. So なんか分身しながら走る And こ it's とに got な a るんです lot け of ど cool strats that we get to do. まあ風のタクのスーパーセー Taking ル us み through た like いな感じ a になります boss rush sort of like fight. So he's gonna be bringing ジ us ャント back to 戦 the です different ね boss rooms that we've seen. 今までの And ボ some ス that we haven't seen 戦 because が we've モチーフ skipped にな them. ったボス戦が It's いろい about ろ 4あるん football ですけ fields ど long. まあ Oh, 大 it's 半 about 2戦ってない Fair ね Twilight long. New unit of time measurement that we came up with here Exactly. こい today. つは戦った Alright, so 19 use 番では the 戦わない boomerang on the first phase here to instantly make Zant come down. でただこいつのね the ザント thing の about this fight is that for a HP 計 lot 算が of す the っ combos げえやや that こしい we ことに do, なってまして wow, that was 基本 really 的 slow. に絶対2ターンかかるそれぞれ最後だけ3タ Only ーン need かか to る attack Zant with the で、 fourth HP っていうの phase 設 of 定 the はされてるんです combat け moves, ど that'll do all the damage that's necessary. 一部の攻撃では Hopefully for the Goron その Alliance HP 無視 phase, し we'll て get a one 段階 cycle 進める here. ことができますでまあその一つが One cycle's tough. 今やってた連続攻撃の4段目を当てると強制的に Alright, nice. 進むみたいなのがあるんですけど今ちょっと特殊な技使いましたね今のはなんか攻撃して相手が逃げる瞬間にの確か猶予2フレームだったかなのタイミングで合わせ攻撃するとまあ一旦進んだ扱いになってまあ実質一旦で倒すことができるっていう特殊な技をさらっと決めましたけど If you're fast enough, you can actually grab Zant before he chucks で balls こ at こ you. は入力を右左上下で4連続攻撃しますねそれが一番早いです 水中なんで氷が遅くなるんですけど important to hold your control stick in the correct direction because Link will slash differently ただ depending on like where the control その stick 右 is. 左 So 上 we 下 wanna の move 入 the 力 control って stick 他 where の it 場所 gets で us the 使うと fastest. ね氷が逆に当たらなかったりするんですねただまあこういうところでここでは使った方が断然早いですね Left, right, up, down. Up, down. And then for quick enough here, we can, as Skuru said, claw shot Zant before he tries to attack us. Left, right, forward, back.
で、まあ、4段目の切りを2回当てれば強制的に、HP どんだけあっても強制的に進む。ここら辺はいいんですけど、最終段階が特に、ね、HP 高くて、普通に殴ってると結構時間かかるんですけど、うまいこと4段目だけを当てるっていうのをやって、楽しくしますね。2フレームはね、まあ、結構あれはむずいですね。自分も自己ベでは失敗してたかな。で、あ、ここです。ボール、チェーンハンマー取りに行きましたけど、これが理由です。これだけです。まあ一応、でも使ってはいましたけど、他は代用可能なんですけど、ここだけは絶対にチェーンハンマーが必要で、まあ、チェーンハンマーないと攻撃が与えられないと。ということで、まあ、ゲームキューブ版でもね、本当に、ここさえなければ、雪山は完全にスキップできるのにって言われてますね。支援ハンマー初めて聞いたけど、それいいっすね。で、ここですね、さっき言ってた4段目だけをうまく当てる。まあ、3段目を当てちゃうとね、逃げられちゃうんで、うまいこと4段目だけを当てるように。こんな感じでね。で、4段目を3回当てれば調節に終了するんで、これで終わりです。本当は HP40 とかあって、ジャンプリリ換算で20、じゃあ10発か。あれだったかな。当てないといけないですけど。40じゃないな。なんだろう。まあ、結構時間かかるんですけど、これであっという間に終わり。ちなみに4段目じゃなくても、オーディの、なんだっけ、居合と大回転リリと大ジャンプリリもその判定になってますね。まあ、それだからね、オーディはエニーパーではどうしてもね、ではないんで。There are two types of people in the world. Those who can. No, I lost it. Never mind. Yeah. ここは地味にね、先に変身しといた方が早くて、実はミドナに話しかけられるときって、人間状態だと影から出てくるモーションが入るんですけど、先に変身しとけばそれがなくなるので、地味に早くなる。というわけで、ラストダンジョン以外のダンジョンは全てクリアしたので、さあ、ラストダンジョンに向かいましょう。お、そうですね。You guess the amount of this next donation. I feel like you can guess. Guess the amount. まあ、ハイラル城にもね、侵入する方法があればいいんですけど、ここもブームなんでスキップしますね。ちょっと雑に行き過ぎましたね。まあ、HD だとね、結構雑に行きやすいんですけど、まあ、今のはポストマンの判定を飛び越えるってやりたかったんですけど、まあ、ちょっと失敗しました、ね。さっきも言ったようにHD 版はジャンプリーがなぜか壁に当たらなくなってるんで、割と雑にやってもできるんですけど、ちょっと雑すぎたかな。で、あとはハイラル城に向かってハイラル城クリアするだけど。まあここもねそれで入れるんだ。でここで2、3分の長い曜日入ります。ちょっとうがいしてこいかな。そうですね。いってらっしゃい。ああ、緑のな。And I believe this is the longest unskippable cutscene in the run. This is. Anybody wants to go get a snack? Now's your time to do it. Snack time. Ooh. Yes, this is the legendary squid in a cutscene. I remember before we started this run, Skuru was like, "Hold on, guys, I need to go get a granola boy." Yeah, dude, granola. You can't go wrong with granola boys. Anyway, Squid 1, Squid 2, Squid 3, Squid 4, I declare a thumb war. That's all I have to say. Midna's probably got like 10 thumbs in this cutscene. That would be one heck of a thumb war. Yeah, she seems pretty angry. She seems pretty angry. You want any donations while we're waiting? Yeah, we can have one or two. Okay, great. We have a $10 donation from MK73 who says, "Let's hit 400K by
by the end of Twilight Princess. I agree. We are definitely making some good headway so far, so keep it up. We also have a $500 donation from Steady60. My goodness. いいですね、こ Also の絵 says, 面。 let's hit 400K. Oh, everyone coming through. This is amazing. We seem to be making はい、ただ great いま。 progress. ちょっとお帰りなさい。ちょっと終わってますね。Almost at 375,000. まあ、限りの鏡の力を使って、まあ、バリアを破ったと。 Amazing. なんとかバリアスリップ見つかりませんかね。Alright, the barrier around Hyrule Castle has been なんか expelled. 数年後には見つかってそうな気がしますけどね。まあ、そんな感じはしますけどね。 Save lots of ただ、 time and not be the slowest あのマッ to プ use って all 本 the 当に speed. アイテムが使えないマップなんですよね。なんで結構悪さができないんですよね。本当になんか、いきなりこのダンジョンにテレポートしてくるような場面を見つ with the か ball ら and ないと。 chain to get rid of all these goblins. It is possible to skip this fight with a precise long jump attack, but it's a little too precise for consistency's sake. あ、そっか、爆弾もないのか。こいつらね、結構体力多いんですよね。爆弾があったら一網打尽にできるんですけど、なかなかう Missed まく one, 倒せない。 unfortunately. And this guy still survived. What are you doing? Alright. This next barrier that's coming up, we can actually just skip it by canceling the cutscene of the barrier forming and then just rolling out of the area of the barrier. Little bit of an oversight there. We have to wait for the gate to rise up here and just. あ、今さらっとやったけど、このゲームね、なんかバリアみたいなの払いましたけど、あれ、端っこに突っ込んでムービースリップするだけで、バリアの外に出られます。バリア張られる前に外に出られます。Which, despite it being the fourth one, is only the second one we're actually doing. See, counting is hard. で、この戦闘は、こいつはね、地味に怖いところですね。こいつの氷、めちゃくちゃ氷ダメージ食らうんで、多分今食らったらワンパン冷めるんで。やっぱりここも3ヒットしなくなってるんで、ちょっと怖い。ハイラル城に入るバリアスキップはないんですが、ハイラル城内部のバリアは、まあ、ガバガバと。Tornado thing that does a lot of damage. Yeah, King Goblin's axe does a lot of damage in this game. It's like 3 hearts, I think. で、ここでテキストスキップするんだって、これ早いんだってな。確かアミーボ使うが早いんだったかな。ここ1フレーム、いよいよ1フレームで、まあ、会話スキップしてセーブリセットで逃げるみたいなのがあるんですけど、ここも、そうですね。HD 版ならボタン押しっぱで必ずできるんで。Specifically with the Wolf Link amiibo. If you don't have a Wolf Link amiibo to run this game with, then it's actually slower to save warp here. But now we can use it one more time. Yay! Hooray. で、最後のウルフリンクアミーボと。Make our way to the final part of Hyrule Castle. 例のセリフがスキップされちゃう。英語だとね、He spoke. One thing that we didn't mention, which kind of weird, is that for most of the doors, or specifically most of the double doors in this game, it's actually faster to open up. なぜかハイラル城は左の扉開けても右から出てくるんで、どっちでもいいよっていう。で、ここはちょっとバリアの判定シビアにはなってるんですけど、じゃあまあジャンプリリーを組み合わせて、右側をジャンプリリーして、すぐにスキップすれば問題ないと。はい、We also skipped that last barrier fight that normally takes place in the center of this room. Which is good because that fight is really long. Yeah, it sucks to fail because it's super long. ここのバリアは、残念ながら 100% ではスキップできるんですけど、2% でスキップできないんで、まあ、タートナック戦ですけど、こいつはね、パターンはめると雑魚なんで。Yeah, you just kind of walk past them and then attack them from behind. みるみるうちに剥がされていく。基本的になんか走りながら切って後ろに回るっていうのをすると結構あっさり倒せますね。And then once this chest spawns, we'll throw the Gale Boomerang over the torch over there, raise up the platform. で、この分かれ道はどっちからでもいいと見せられて、今回無理か。一応爆弾があれば左側行けるんですけど、まあ、どの道こっちの方が早いんで、ね。ここは本来は絵を矢で落として、その裏にヒントが書いてあるんですけど、
まあ、覚えときも問題ないと。そもそも、やってなんだやってなんだBut I can only attack them if they're to the side of me, so I have to do this really awkward で、 strat その like 爆弾 this. がないんだよな。爆弾があるとこいつらも Stay 楽なん closer ですけど again.。なかなか地味な戦いをしてますね。 Alright, it's about as good as you can hope for that. And great movement into the cutscene too. Alright, time to fight another Arolfos. This The one rest you of the can't skip. Arolfos, yeah, the rest of the Arolfos in the run are different from the first one in the fact that they don't have a second この phase. チェン So ハン they マーも just 実は instantly 結構シビアなん die ですけど、 once, うまくいきましたね。 like you do 引き寄せて最速、まあ、最速ではなくては、最速じゃないといけないというわけじゃないんですけど、結構急いでハンマーを取り出さないと入れられちゃうっていう。しかも連打すると今度はハンマー投げちゃうんで、タイミングを見計らって押し続けなきゃいけないっていう。Despite the fact that we don't need it anymore, and the simple answer to that is it's just faster to never take it off again. If anybody was curious about that. Another curious thing that'll happen is that Wolfling's going to instantly transform here. Just like that. Not really sure why this cutscene does that instead of the normal transform, but that's the reason it's faster to dash as Wolflink across the upper part of Hyrule Castle here. で、 It also makes it こ way こで easier to ね、 equip for the rest of the ここ tower. で多分ね、知らない人はいっぱい出てくると思うんですけど。 Now we get this lovely cutscene where we see this group of people that we only have met like 2 of them. Or no, in this route it's only 1今 because 回 we don't meet Russell in this HD1 だ route. と、そうか、HD1 だと、あれですね、2人ぐらいは知ってるのかな。また1人父さん。 Oh yeah, I guess we don't see a 知ら shade ないですね。 because Sophie. Yeah. 一応、あと、砂漠でも一応話したね。ただね、こいつらね、この後どこ行ったか知らないですよね。 Yes. そこ行ってももうなんもないんですけどね。 Yeah, what I would really want to know is where Aru got that cannon from. Yeah, that bazooka would have been useful earlier in the run. Yeah, he's holding out. Yeah, imagine using that thing on Xant's foot. I bet you would work too. That would allow us to skip the ball and chain, yeah. Alright, time for the final staircase climb. Again, some trickier sword play that we have to do here with trying to defeat enemies as fast as で、 possible. ここはね、本来は狼に変身して、で、ちょっとね、ヒントを見るんですけど、ゴリ押します。斜めに一応ね、普通にアタックで通り抜けられちゃうんで。 Didn't quite hit the second one. I can do a finishing blow, that off, and then do some precise double claw shotting here. Like this. Lets you skip a couple of the in-between targets. Oh, okay. I guess the lag from the quick spin kind of messed me up 回転が出なか from ったね like the jump attacks hitting. このゲーム、ジャンプリリ中にスティック回すと、 And wait for the コンボ proper cycle で here. 連続して回転にが出せるんですけど、 ちょっとね、ここめっちゃシンプルだけど長い間見つかってなかった。はい、外側から黒ショットを引っ掛けてスキップできるよっていう。こんだけなんですけどね、見つかったのは割と後なんで、2年前か3年前じゃないかな。いつ見つかったか覚えてないけど、自分が世界記録出した後だったよな、あれは。Yeah, I remember there was this one YouTube comment I had one time that was like, I feel really sorry for the bosses that wait for the というわけで、 adventure and never get seen in a まあ speedrun. このある程度辛いところですし、この最後の最後、ラスボス戦でまさかの超絶運ゲー。運ゲーですか。お願いしたいです。 Okay, now it's time for Puppet Zelda or Ganon's Puppet Zelda. Less RNG. このゼルダ戦が、まあ、光の玉をね、跳ね返さないと、ここにダメージ与えられないんですけど、それがランダムと悲しいね。最短が7ターンですね。初回の後1ターンが確定外れ、2回目の後3ターンが確定外れ。なんで、1回目確定外れ、2ターン目確定外れ、3回の3ターン、3回目。で、合計7ターンが最速で、最初の一発外しましたね。
これです。今、最速8ターンの状態かな。ああ、ここはね、祈るしかないですよね。これもこの後次3ターンは確定はず。確率どうなんだっけ覚えてない。Ooh, the triangle. It's like shapes with Zelda. She does the ball, she does the line, she does the triangle. Is the line a shape? I do, yeah. Yeah. Maybe? No? Yes? 地面見てるのはラグ回避ですけど、多分ね、HD では意味ないです。ただ、ゲームキューブだとこれ、地面の三角、トライフォースの攻撃はラグが発生するんで、あれですね、C 視点でラグ回避しますね。当たりは 70%。覚えてなかった。今回8、多分8ターンだったかな。なんで、まあ普通に運いい方ですね。で、ここで、いきなりガノン突っ込んでくるんですけど、チェーンハンマーで、ズコーン。普通は弓矢を使うんですけど、なんだそれはということで。ここもちょっと特殊な戦い方をして、目いっぱいダメージ与えるんですよね。ターン数なんか氷されてるけど、ハーフミントいらないね。ターン数自体は変わんないんですけど、目いっぱい氷すると最後のターンのコードパターンが変わりまして、そっちの方が早いと。段階が1段階、2段階、3段階、4段階あるんですけど、このパターンの場合は1段階、2段階、4段階っていうので3段階飛ばすのかな。普通に戦うと1段階、2段階、3段階で4段階飛ばすんですね。変な感じです。で、この場合はもうポータル1個目でいきなり突進してくるんで、しかも相手 HP1 なんで普通にアタックすれば終わりです。ということで、はい。ハンマーなしでもいけます。普通に初回からミドナ使って倒すこともできるんで、ハンマー必須ではないですね。I mean, usually the mistake is that you forget to equip ball and chain, and then you're like scrambling to try and equip it at the beginning. You're like, then he just runs into you. Could you also call it spicy? Yeah, it's a little spicy. Spicy. About as spicy as the horseman. で、あと騎馬戦。あと騎馬戦と次にラスボス戦で終わりですね。この騎馬戦が、まあね、最初の方にも言ってましたけど、この馬バグってるんで。ああ、そうでしたね。この馬バグってるんでね、これがマジで辛いんですよ。普通にゲームキュー版でも結構難しい戦闘で、一応パターン作ったりはできるんですけど、ちゃんとね、ガノンの方にしっかり向けてやらないと外しちゃうのもあるし、今回簡単にしましたね。今のも、実は回転切りすると一旦減るとかだったかな。I don't know, man. You know, I heard this boss fight takes 15 seconds to do. That's insane. Yeah, I don't know about that. I have to concentrate for so long to do ビングおじさんよりなんですけど。ちなみにね、このゲームで一番弱いボスこいつなんですけど、最速でいくと確か、記憶違いじゃなければ6秒嘘か。10秒ぐらいで倒すはずで、確か。そんな。こいつね、ちょっと判定が特殊になってまして、普通だったらね、つまぜり合いとかして攻撃するんですけど、さっき言ったジャンプリで回転切りをするとね、大ダメージ判定が始まってまして、それを繰り返すだけでね、あっという間に倒してしまうと。で、しかもこいつね、ちょっと AI ガバガバで、真後ろにいてもね、前蹴りをするので、真後ろにいてもやっぱり前蹴りをする。後ろからジャンプリで回転切りをちょっと早くする。後ろにいれば前蹴りをすると。で、お疲れ様です。はい、ああ、グッドゲーム。この後エンディングちょっと流すんだったら、このね、エンディングをね、アイアンブーツはめたまま見ると、ガシャンガシャン、すごい楽しいのが見れるんで、よかったらね、本手の音声を聞いてみたりしてみてください。そしてこの顔である。
ちなみにこのガノンドルフは釣り竿をね見せるとその釣り竿の方を向いてガラ空きになるみたいなネタもあります。本当にネタですね。I'm good. It was 3 hours, 22 minutes, and 6 seconds. That's a great run. 時間的に見せられるかどうか。まあ、でも多分エスティメートより8分早いんで見せるんじゃないですかね。多分今こっちのリストリームでは本家の音声が小さくなってると思うんで、よかったら本家の方を見てみてください。はい、というわけでね、トワイライトプリンセス HD の 2%RT でしたと。結構ね、バグ修正されちゃったみたいな話が多かったと思うんですけど、これがね、結構ね、初心者におすすめできますね、これは。なぜかっていうと、ゲームキュー版の 2% ってすごい難易度高いんですよ。修正されたっていうバグ技が大体難しいやつばっかで。ゲームキュー版の 2% はね、結構通すのも大変ですね。最初の方に出てきたソーダ&シールドスキップ、あれもめっちゃむずいです。慣れると結構成功しますけど、運も絡むし、自分でもね、3回に1回失敗するかなぐらいの、結構練習してもね、トップのランナーでもやっぱりミスることあるような、そういう技だし、その後のアーリーマスターソード、これもまだマシとはいえ、やっぱりこれも運絡むし、結構難しい。で、さらに、オクタイル戦ですね。ゾーラの服なしのオクタイル戦、これもクソむずいですね。しかもミスるとやり直しがめちゃくちゃ大変っていう。そんな感じで、修正されたがゆえに結構簡単になってるって感じで、よかったらね、もしトワイライトプリンセス 2%RT で興味あったらね、HD から始めるのもありかもしれない。個人的にはね、ゲームキュー版が早いので、ちょっとそっちを走ってますね。ちょっとこっち音声聞こえてないんですけど、ガシャンガシャンガシャンってね。ガシャンガシャンしてますね。感動が台無しっていう感じ。これね、面白いことに、このムービーを見ようとするとね、ゲームキュー版ではタイムロスするんですよ。ただ HD 版ではアイテムセットがタイムロスなしでできるんで、このネタがね、タイムロスなしで見せられるっていう HD 版の特徴ですね。Everyone be sure to keep donating so we can eventually hit $400,00000 and I am off. So thank you very much and goodbye. ミドナですね。戻してって言われるやつですね。さっき終わりましたね。はい。では、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス HD 解説はそばさんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。特にないかな。ちょっと宣伝させてもらうと、ゼルダ交流会っていうのをやってまして、2週間に1回、ゼルダ勢で集まって、RTA をみんなでやったりとかしてるんで、よかったら僕の Twitter とかで告知してるんで見に来てください。多分今週末にも東京化を RTA を見るぞみたいなのをやってます。はい。それぐらいです。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、では、次のゲームですね。ボーナスゲーム、こちらビットは達成しております。マリオカート8デラックス48トラックスリレーですね。こちら準備してまいりますので、少々お待ちください。We had a $300 donation from Blue Cheetah who said, I heard you needed 3 orange rupees. Ow! Okay, I think we found him, but your rupees will go to a very good place. We also have a $20 donation from CA Breadsticks who said, let's get to 400,000. Yeah! When pot breaks sounds in the background. All right, so I am going to actually be sticking with you all for just a few more minutes because I would love to have a wonderful chat with the upcoming Splatoon runner, King J0444. Hello, King J. Hello. Hello, how's it going? Good, how are you? I'm doing well, thank you. I had a wonderful time watching the Zelda run. Hopefully you did as well, if you were available for that. I definitely did, yes. Yes, of course. But let's get excited for your upcoming Splatoon run. Now, this is New Game Plus.
Can you give us some information on how New Game Plus is different from any percent, since that is the last time we saw the original Splatoon being ran at a GDQ? Yeah, so New Game Plus is basically a beginner's step towards running in Splatoon in general. New Game Plus has us beating every single level in every single world and not skipping World 4 like any percent does. And not only that, but we have all of our upgrades maxed out on a completed file. We have every